明るさ調整を今頃やると。あ、OK だ。大丈夫だ。はい。始まりました。始まりましたよね。始まってる。もう始まりました。はい、始まりました。どうも皆さんこんにちは。30分も遅刻しました。30分遅らした上にまだ遅刻みたいな。4分遅刻みたいな。毎度申し訳ないです。女子班で申し訳ないです。はい。今日は中途半端な時間にもかかわらず、たくさんの人が来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。びっくりしました。もうね、皆さんアーカイブで見てもらう感じになるかなと思ってたんですけど、結構来てくださって嬉しいです。ね、ありがたいですね。はい、じゃあチャットに見ます。ゆとりろきゅうさん、今日も一番乗りありがとうございます。一番乗りありがとうございます。イエーイ、女神たちの午後。イエーイ。開幕104回目です。今日104回目4回目です。なりましたね。ちょっと番号飛んでますけどね、前回のちょっと消えてるので、はい。かおちばさん、ありがとうございます。かおりさん、みかさん、いつも暗闇の中で光をくださり本当にありがとうございます。嬉しい。そんなこと言っていただけるなんて。アカウント復活嬉しい。よかった。よかったです。今日で昼頃復活しましたね。で本当は11時半ぐらいに復活するかなと思ってて、で11時半に見たらダメだったからあっちゃーって言ってたらね、12時ぐらいにね。いけた。なぜか。いけました。いけました。なぜか。ちょっと30分遅れぐらいで復帰しました。復帰した。ゆとりろきゅうさん、4時半、4時半です。4時半。中途半端な。4時34分。中途半端な時間スタートで今日は。タイパーさんも来てくださって。ありがとうございます。かおりさん、みかさん、皆さんこんにちは。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いしますね。常連さんは今日はこれ皆さん来られないかなと思ってたのに嬉しいな。いつもの顔ぶれがこんな時間に集まってくださって。パットン将軍とトラさん、親子再確認できて何より何より。ですね。もしこの話が正確ならば、パットン将軍59歳頃の出来事でめでたくお生まれになったトラさんと出会った。ねえ、すごいですよね。でもね、この同じ動画私も1年半ぐらい前に2年ぐらい前に見てるんで、新着情報じゃないんですよ。それ私は知ってたんですよね。全く同じ情報。その時に私も字幕したいなと思ったものだったんで。でもみよぽさんが字幕してくださいました。はるこさん、いつもありがとうございます。こんにちは。いろいろありますが、楽しく面白い勉強会、本日もお願いします。よろしくお願いします。嬉しいな、こんな時間にね、いつもの方が来てくださってるのが不思議な感覚ですね。なんかね。マリオさん、4時からだよね。時間間違えてるかな。4時半でした。ごめんね。30分押してしまいました。押しちゃったんで、ちょっといろいろありまして。48ヒロさん。かおりさん、みかさん、こんばんは。こんばんはじゃないのね。今日はこんにちはだよ。まゆみさん、アカウント復活してよかったです。本日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。パンプキン大佐さん、はじめまして。だと思いますね。お疲れ様です。お疲れ様です。アメショウさん、いつもありがとうございます。こんにちは、復活よかったです。そうです。本当に嬉しいです。パンプキン大佐さん、こんばんは。弱いさん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。パンプキン大佐さん、ハーレム。復活よかったです。本日もお願いします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ポレリスマルーさん、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。パンプキン大佐さん、オレンジ X でやってます。みーさん、こんにちは。いつもありがとうございます。まゆはちさん、夜のお仕事は日曜日ないのでタイムリーに見れて嬉しい。それは嬉しい。それはそう言っていただける、そういう方もいらっしゃるかもしれないね。ちょっとね、いつもと時間ずらしてみると、そういうのもあるかも。それも嬉しいですね。なんか前も、コメントの方に書いていただいた。ね、なんかありますね。今日はお休みだからかなんかで、いつもは見れないけど今日は見れてるんですみたいにね、おっしゃってくださった方ですよね。P さん、バンされちゃうなんてでしたね。楽しみにしておりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。できても嬉しいです。本当にもうできないと思ってたんで、今日スペースになるかなと思ってたんで、ね。夕飯作りながら参加させていただきます。そうですね、そういう時間なんでね、ちょっとできる、本当は最初5時にしようと思ったけど、5時からだと。もう絶対最後らへんね、ご飯の時間終わりの時間がねかぶっちゃうから、ちょっと大変皆さん迷惑かけるかなと思ってできるだけ早くしたかったんですけど、
ちょっと30分押しちゃったけどはい、はい、じゃあ始めましょう。はい、そうですね、今ねちょっとね白太情報の方からかなり長い長文のをいただいてて、それちょっと早めに行こうかなと、それ早めに行こうかなと思いますね。今日は情報が盛りだくさんすぎてね、2時間半で終われるかすらもちょっと定かでない。だってフィルさんのライブの情報がわーっとあってもあるし、スカイさんもあるし、トレッシーさんもあるし、フィルさん2回あったんでライブが、2回あるしみたいな、でそこら辺のちょっと長い話をさせていただきたいかなって感じで、でももうとにかくじゃあちょっと行きますか。行きましょうかね。もうとりあえずもうなんか白太から行きましょう。白太から行きましょうか。白太から行っちゃいましょうか今日はね。なんと。よし、じゃあちょっとねまとめてないので、今もうほんとさっきいただいたばかりのものと、昨日いただいた情報と2つちょっと織り交ぜて、私も今初めて聞いた。そうですね。まず1つ昨日いただいた方の情報としては、これは1つの情報なのでね、もうあくまでもなんだろう、いろんなことは流動的なんで、一応日付が結構確定されてるような話に今はなってるんですけれども、流動的だと思って聞いてくださいね。まず昨日いただいた方の情報がその筋の方の中でホワイトハットの会議とかに出ている方々の中でとてもスピリチュアルで龍神とお話ししたりとかできるような方が中にいらっしゃって、でその方と私の情報源の方が会ってお話しされて、でその前に会う前にお電話でお話しされた時のお話をちょっと教えてくださいました。そのスピリチュアルなところとつながりがあるだけでなく、その会議とかに出席されている方ではありますのでね。まずこれは情報源の方が9クロックを久しぶりに見たら何か大きなことが起こりますと出ていたので近いんだなってまず思いましたと。でそれからその情報源の方が9クロックの今日から6日後は1月24日になります。これはユリ歴だと1月11日で、これはプレアデス星人は1という数字を大事にしているので、この日までには何かありそうだなっていうふうにその方は思うということです。EBS はもともと家族が揃っている時にやるという話がもう3年ぐらい前から出ていたということなので、これは以前にもこちらの YouTube でもお話ししましたが、トラさんが日本にお忍びで来られた時に日本の方々は苦労したので、日本の方々がみんな家族が揃ってる時に EBS ができたらいいねっていうようなことをおっしゃったっていうことも教えていただいてたので、そういう部分もある上で、家族が揃ってる時にやるという話がやはりあるので、週末土日にある可能性が非常に高いのではないかという考察を、いただきました。でアメリカだと1日遅れなので、日本時間だとこの土曜日から月曜日までの EBS の可能性が非常に高いんじゃないかというのが、いろんな情報とその方の考察とを合わせてそう思いますっていうようなお話が昨日までの情報です。で今日いただいた情報がそのまた新しいそういう、そちらの筋の方とお話をされた後の話で今初めて見るんですけれども、でその前にこれはちょっと別の筋からの情報になるんですけれども、いただいた文章を今見ながら話をしてるんですけれども、龍神の方ではない別の筋からの情報ですね。で、16日から T4B が始まっているそうです。で、10日間 T4B の期間があり、T5 は26日からのようですっていう話があります。で、日本の場合は時差があるので27日土曜日からの可能性もあります
という、一つの情報としてね。で、今、X やテレグラムでも情報が出てると思いますが、4X でもプライスのチェックをしてくださいと。そうですね、もうそこで出ないとね、結局、実際起こってるかどうかっていうことではないので、4X をとにかくチェックしてくださいと。で、ここはいいかな。日本が 4B が26日はい開始。はい。T5 が27日。はい、27日土曜日。違う。日本はもうT4B は16日から始まって、日本まではないですね、これは。世界のどこかで T4B は16日火曜日から始まっていますと。で、10日間 T4B の交換期間がありますと。で、27短くなってます。で、T5 は26日からなので、日本だったら27日の土曜日ぐらいからではないでしょうかっていうことですね、さっきの話をね、おさらいすると。で、ちょっと待ってね。その T5 の方についてなんですけれども、外貨の交換カウンターに行くときはどんなものが必要か。例えば口座番号が分かるものや金額が大きいので免許証とか公的証明書が必要かもしれないからホームページを先にチェックしたり電話で前もってその、両替してくれるところに問い合わせするなどして行ってくださいねと。で、無駄足にならないようにと。で、これはもういいかな。で、RV は今コロンビアでは終わっています。オーストラリアもカナダもやっている最中で、アメリカも交換がほぼ終わろうとしているそうです。すべての国が RV を知っているわけではありませんが、どうもあとは日本だけのようですって。おっと、コロンビアで終わってる、もう他情報と照らし合わせても同じような話ですね。で、これから、EBS ですね。で、もともと RV は EBS 放送の先後にあるって、朝初期のインテルでも言っていたので、そうなると思う。これちょっとなんか吹き出しで、もうこういう状態で吹き出しでですね、と思うよ。俺は詳しいことはいつ頃か聞いていないけれど、RV でお金が入ったらそれで食料や生活物資などみんなである程度買ってからになると思うよ。今、石川はまだいろいろ大変だし、みんなも生活が大変だからある程度食材買って何が起きても大丈夫ってならないとやらないと思うということでした。はい。これはその筋の方の言ってる言葉そのまま書かれてます。で、長いな、まだありますよ。でね、EBS は映画の終了合図でもあるそうです。で、この土日月の間にあれば嬉しいけど、これまた鍵括弧になります。で、この土日月の間にあれば嬉しいけれど、多分それはないんじゃないかな。かなり近いと思うけど、今この状態でやっても石川の被災された方々は戸惑うと思うし、何の備蓄もないのにやってもみんな困るだけだと思う。それとみんなの意識レベルの量子コンピューターが見てるので、それがどうしてもどうかも判断した上でやると思うよ。以上というのが、それは多分その先ほど会われた龍神さんとお話しできるそのホワイトハット筋の方からのお話だと思います。で、全く備蓄がない人に対しては、隣近所で助け合うのも難しいだろうから、そんな人へは自衛隊が保存食を配る予定もあるよ。でも基本的には日本人なら助け合おうよね。EBS 放送なんてある意味空襲警報みたいなもんだよ。そんな時に助け合えないなんて人としてどうかしてるとも言われましたということですね。はい、で、RV のことも大事だけれども、これからダイハツのように企業の不正もたくさん出てくるし、倒産も増えると思う。こんないわゆる大変な時代を魂レベルで選んで生まれたことの意味を今一度考えてみてください。映画で君たちはどう生きるかってあったけれど、なんか一緒に映画見に行ったって言ってましたね。だからその話ですね。映画で君たちはどう生きるかってあったけれど、大金を手にしたからって必ずしも幸せになるとは限らない。目の前の生活を立て直し、
家族や友人、世の中や世界と視野を少しずつ広げてみて、これから自分がどうあるべきかよく考えてみてください。自分という柱がしっかり立っていないと、ちょっとしたことでブレてしまう。今一度自分という柱をしっかり立てよう。そしてこれからの時代しっかり学んでいかなきゃね、と言われましたと。で、こんな内容でした。で、これがその結社ホワイトハット筋の方とのお話でした。ということでした。はい、以上になります。はい、ありがとうございます。はい、で、そもそもやっぱりただその全体的な情報としてはその筋の方々のこの同日月そうですね、同日月でEBS が来るかもっていう話に一応なっていたということですね。でもちょっとまだ分かりません、それは。はい。フィルさんの話とかもいろんな話が今から噛み合ってくるので、それをね、とりあえずもう私たちはああですこうですっていう意見を言うんじゃなくて、とにかくこう集めた情報を皆さんに共有して、ね、ご自身で考えていただきたいっていう情報提供をしているだけなので、何か押し付けるつもりもないので、はい。でそうしましたら、お話今日の通常の話に戻っていきたいと思います。まずね、本日は日付まずは日付関連の話をちょっとバーッと前にまとめて持ってきたので、ちょっとそこら辺の話からいきたいんですけど、一番ね、まずはねフィルさんが、前回のライブの時におっしゃってたのが、11月5日に値下げ差はスタートしているけれども公的に発表されていない。でも、世界中の、政府のトップの方々はみんなもう分かっているという状況だっていうことは、1ヶ月2ヶ月ぐらい前にフィルさんお話しされていて、で今回のライブで、11月5日の、120日後、125日後にはなんだっけまでにはもう何が何でも発表されなければならない、何が何でもっていうので、11月5日の120日後でちょっと数えてみたら、ちょっともしかしたら1日2日間違ってるかもしれないけど、私が数えたところ2月3日の節分の日なんですよ。なんかいずれにしてもここまでじゃないかっていうのと、あとフィルさん曰くこれは私の翻訳したものを読んでくださった方も多いと思うんで、後でちょっとその辺はゆっくり話そうと思ってたんですけれども、フィルさん曰くは1月中に王の死去ですね、はい、チャーさんの死去のニュースが公的に発表されて、それが暗号世界中のホワイトハットアライアンスの人たちに今からスタートだよのゴーサインになるので、それが1月中に来るだろうっていう話でした。でE の B の S に関してはフィルさんがハワイに行ってる時がやりやすいっていうことだったので、でハワイに行く予定は2月と3月にあると言っていたので、もしかしたらそれよりもちょっと遅れて2月3月かもしれない、とフィルさんからの話はそういうふうに私は受け取ってたんですけれどもっていうのがあります。はい、で次、暗黒時代の終わりからいきます。はい。よいしょ。こちらですね。ジャック・ストローさんからの情報ですね。昨日はカリユガ、暗黒の時代が終わりであり、黄金の時代が始まりました。黄金の時代の始まりだった。私たちが今いる場所にたどり着くまでおよそ24,000年かかった。この機会を無駄にせず、すべての変化は徐々に、そしてそれのイベントの中で起こることを忘れないでください。この地球での出来事は天界の出来事につながっているということで、そういう24,000年周期とか2400年周期とか2600年周期とか、いろんな宇宙の地球が地球回ってないからちょっとわからないですけれども、一回転する周期とかいろいろありますけれども、ちょっとそういう話がありましたと。でも2万
4000年が1シャルで、その周期でいろいろな一区切りが終わって次の時代に入るっていうのは、まあ、以前からいろんな情報で見ているので、まあ、おそらくその切り替えの時期が昨日だった。昨日、まあ、おとついかな、これ。8時間前の話なんで、はい。ぐらいだったということらしいです。だから、まあ、そこから暗黒時代が終わり、黄金時代に入ったということなんで、まあ、でも、もう本当に世界の空気がガラッと変わるかもしれませんね。素晴らしい。素晴らしい。はい、じゃあ次。今後の満月の予定。でこちらなんですけれども、これもまあもう私はもうフィル信者なので、もうフィルさんが言ったらそれについてもうめちゃくちゃ調べちゃうんですけれども、まあ、フィルさんが前回のライブの時にライブのヘッドの画像を満月の写真にされていて、で質問でその写真のオープニングの写真の満月はコムですかっていう質問に対してはいって言ったのでコムらしいんですよね、満月が。はい。なので多分それは日付と絶対関係あると思うんですよ。で今後の満月について調べると1月26日、2月24日、3月25日となります。ここはちょっといろんな意味でまあフィルさんの言う話なので、まあ、EBS に関わることなのかなとも思うし、まあ、もしかしたら値下げさんの発表とかに関わることなのかもしれないし、まあ、ということはだからチャーさんの死去の日付と関わることかもしれないし、ちょっとわからないですけれども、ちょっと気にしておいた方がいい日程かなと思いますので、ちょっと月のこともちょっと気にしていたらどうかなと思います。はい、では次。じゃあこれからはちょっとねいろいろ美香ちゃんが翻訳してくださったいろんな情報の中でちょっと日付に関わる直近のね、うわもう4、5日で来るぞとかいろいろ72時間以内にどうちゃらとかいろいろあったので、そこら辺をちょっとまとめたので、ここら辺次ちょっとじゃあ買ってもらいましょうかね。ちょっと私ビール取ってきます。あ、でもワインだな。ワイン。美香ちゃんがちょっとワイン用意してくれたので、いただきます。乾杯しましょうか。YouTube 戻ったので、制限復活祝い。乾杯。とりあえずお祝い。美味しい。ちょっと渋め。はい。美味しい。マーク Z と PPN。PPN にマーク Z さんが出演した時ですね。これ1分ぐらいかなの動画ですね。マーク Z、お時間いただいてありがとうございます。あまりシェアしすぎるとおそらく問題になってしまいますが、突然大量の NDA が飛び交うようになりました。イラクのスダニ首相については、ものすごい対話が公の場で交わされています。確信に迫るような対話はオープンな場で交わされていますと言ってました。でそれは皆さんの目の前にあり、このままのペースで物事が進めば、今後4、5日以内にはたくさんの出来事が起こるでしょう。たくさんの出来事が起こるでしょう。まあこれだけなんですけど、ね、たくさん、まあ、ちょっとオブラートに包んだ言い方ですけれども、まあ、他情報と照らし合わせるとそれも結構気になる内容になってくるんですけれども、はい。で次日曜日あたりにネサ。ネサ。これ読んでみますね。お願いします。ウルビーの例によってライブチャットですね。では20日、みんなも私と同じようにエキサイトしてくれているといいなと願っています。私たちは確実に近づいていて、さまざまなプラットフォームから信じられないような情報を受け取っている。彼らは資金を受け取るためのグリーンライトを待っているだけだ。私たちはいつでもお祝いをするつもりだ。もし今日出発することになれば、資金が放出されるのは来週になる。来週ですね。まあこれも何回も言ってる。D1 はもう完了した。D2 は今日中に終わらせたい。D2 が放出されたらT4B とかそのあたりに、流れてくるお金になりますのでね。はい。ということですね。D2 はものすごい巨大らしいんで、まだ完了したかどうかっていうのはまだウルビーもわからないみたいなんです
けど、今まだ途中段階ですね。今日中に終わらせたい見込み。ネサラは日曜日あたりに指導されるはずで、うまくいけばその時にメドベッドの発表もあると思います。マウリシオは NDA の元にあります。ね、そうらしいですね。みたいですね。たくさんその投稿されてましたね。はい。弁護士は資金はリノでリリースされると言っている。これは必ず実現することなので信念を貫きましょう。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、72時間。こういうのもあります。小ネタですけど。小ネタですね。こういう小ネタもある。ちょこちょことしてる。こんにちは。あるリーダーが自分のグループに向けて残された最後の72時間の貧困を楽しんでくださいという短い文章を書いたそうです。ということです。誰が書いたんでしょうか。ということで、あるリーダーが書いたという、そんなネタもあります。残された72時間の貧困、もう本当に十分存分貧困を味わったので、もうそろそろもういいと思います。私も本当に早してください。はい。はい。じゃあ次。トレッシー・トレックさん。トレッシーさん後からね、その話とこれが結構かぶっているんじゃないかなと思うけど。結構いつもかぶり気味なんですけど、トレッシーさん。一応さっきこれは用意したんで読んでおきましょう。はい。読みますね。今日のトレッシー、これ短いですね。今日のトレッシー・トレック。祝福は2月でも3月でもない。彼女はそこまで長くは待たないだろうと。彼女はそこまで長く待たなければならないとは思っていない。今月中にやってくるだろう。フェイスさんと会ってる。はい、そうですね。人道支援資金の提供は今月中にやってくるだろうってトレッシーさん、常に言ってます。ホワイトハットは人々が苦しんでいることを知っているし、私も苦しんでいますと。彼らはこれを長引かせているわけではない。今日の彼女の番組開始から1時間9分ぐらいのところだ。はい、ありがとうございます。これなんだっけ、1時間以上のトレッシーさんいつも1時間以上の動画をされてて、それでそれをなんか大事なところを4分ぐらい切り取ったところを要約してくれてるんですね。2月でも3月でもないと祝福は。1月だ。祝福ってそのネサラのことなのか、人道支援資金のことなのかは分かんない。そうなんですよ。だからそうですね。今私たちがアテンションしなきゃいけない日程っていうのが何種類かあるんで、そうです。本当に T4B の資金が資金が降りる日程で RV が起こる日程で EBS が起こる日程で値下げ差が発表される日程、この4つになると思うんで、どれのことをそれが全てがいっぺんにドンとくるのか、どういうずれ方になるのかはちょっとわからないので、はい、だからどれとも言えない感じですよね。でこの中のこの祝福って言ってるのは、どちらかというと多分それ T4B とかのD2 資金のD2 資金が放出されてもまだすぐには来ないから、だから T4B の支払いとかの意味だと思うんですよね、これはね。祝福がネセラのことでも、人道支援資金のことでも、どちらも1月中って言ってますからね。1月中ということです。でないと困ります。はい。そうしましたら、お次は来週末まで海軍。トレッシートレックさんですね、今の。来週末までに海軍が。これですね。読むですね。ありがとうございます。ニュース速報。来週末までにすべての海軍艦艇が世界中に配置されるとのことだ。それはゴーシグナルを待っている。米国の軍関係者が確認した話です。ということで、ね、これちょっと同系統の情報が結構いろいろありますよね。そうなんですよ。で、軍が配備されてるとか、軍機飛んでるとか、いろいろね、そういう軍の露出の情報が結構
ありますよね。これは EBS に向けたものなのか、NATO 軍なのか、そっちも考えられる。そっちもあるんで今出てきてるから、ちょっとどっちかっていうのははっきりわかんないですね。でも後でまたどちらの話も出てくるので、まあ一旦ちょっとここまでにしておきましょうか、これらは。はい。ではこれですね、RV の日付は2月。まあ、こういう話もありますっていう話、まあ、そういう話もあればこういう話もあるよみたいないろんな話があるんでごったに状態なんで、ちょっと変わりましょうか、これは。はい。こちらね、シェーン・カーベイル、コーベイル、シェーン・コーベイルさん。で、これを書き留めてください。RV の日付は2月7日です。ディナールが国際通貨になる日です。ということで、もうでも国際通貨になってるはずなんですけどね。という話があって、でコメントの主がどなたなのか、美香ちゃんのコメントで、コメントの主がどなたなのか分かりませんが、このような話があったりもしますね。今朝ゴールディロックスさんからも以下のような情報が出てきていたのです。で、ゴールディロックスさんの別情報ですね。こちらも気になる。で、こちら、バグダッドのイラクニュース .com から。で、イラクのモハメド・シアール・スダニ首相は、木曜日、国際通貨基金 IMF のクリスタリナ・ゲオルギエワ専務理事と会談し、バグダッドがイラクの経済改革を支援するための無融資プログラムに参加することを歓迎した。IMF は来月からイラクの無融資プログラムを進める見通しである。無融資債務とは、1年以内に返済期限が到来する短期の金融債務である。これは2つの主体が非パフォーマンススペースの支払いに合意する短期契約であり、受け取る金額は限定的なものだ。言い換えれば、イラクは IMF からの限定的な支援システムを利用して、2024年2月に経済改革を推し進めようとしているのだ。まあ、そうですね、もうでも2月、どちらにしてももうそういうシナリオで進んでってる、タイムラインで進んでってると思うので、まあ、そこにいろいろな発表がどう組み込まれていくのかっていう感じですかね。もうここら辺はもう本当に起こってることなのでね、動かしようのない事実ですからね。では次、倍時介入を待たない。はい。何人かのホワイトハットから彼らはもうバイジー解任の公開を待たないという話を聞いた。どのことなんですよ。でもまあフィルさんの2、3日前のライブでの Q&A ではやはりチャーリーの言ってるバイジー解任を待たなければバイジー解任をの後にならないといろんな発表はないのかっていう質問に対してイエスって答えてました。はい。まあそういうその関連でトレッシーさんもついさっき音声上げてて、はい、それまとめて後から。わっと、それは素晴らしい。OK。じゃあ次軍用機の動きはさっきの話の続きですね。こちらね。こちら、トゥルースウォリアーズさんからで、今朝と昨日アリゾナでは上空を軍用ヘリコプターが飛び、今日はゆっくりと低空を移動する輸送機を目撃した。荷物を積んでいたのだろう。私たちは陸軍基地から20から25マイル離れており、空に軍用機を見かけることはめったにない。おそらくツーソンかフェニックスか、州外に向かったのだと思う。間違いなく何か大きなことに備えて体制を整えている証拠だろうということでね。本当にちょっといよいよ感、こういうのを聞くと感じますよね。はい、ワクワクしますね。はい、じゃあちょっと冒頭で用意したのはここまでで、ここから今週の主要人物の方の動きに入っていきたいと思います。でも私がちょっともういろいろ仕事とかいろいろちょっと忙しかったのとフィルさんのことにかかりきりになってて全然情報言ってなかったんですけど、トラさんがこの土曜日夜つい先ほどラリーやったみたいなので演説したみたいですね。で私ちょっとまだ見てないんですけど、じゃあそこからいきます。はい。
あったよってだけ。これまだちょっと内容を見てもないし、全く終えてないので、ちょっと何のコメントもできないんですけれども、ただあったよってだけです。はい。で、ダンちゃんが、すぐに、投稿してくれてて、今、美しいニューハンプシャー州マンチェスターの、土曜の夜に起こっている。私の発音が分かる。翻訳がおかしい。翻訳がおかしい。で、起こっている。レッツゴーニューハンプシャーということで、はい。ラリーがあったんで、ちょっとこれの情報はまた後で、はい。何かビッグ情報があればシェアさせていただきます。これステージがレッドカーペットなんですよね。ちょっと映らないけど。待って。一番最初に映ったんじゃないかな。一番最初に映ったんじゃないかな。どうした？レッドが、ちょっと今なんとなく赤いのは。これかな？この。これ左に映ってるのステージですよね。そうですね。これ。赤い。ということで。ちょっとまたこれはなんか多分いろんな方が書いてくれるびっくり情報があったらいろんなことが書いてくれると思うんで、ちょっと後で何かあればシェアします。はい、そうしました。次。これね。これフィルさんからのこれは結構熱いですよ。中央銀行。でこちらね、フィルさんがこれを、18日なんですけれども、投稿されてました。引用投稿されてました。で、2020年1月17日のニューハンプシャーのトラさんの演説でのことの、話ですね。これも私見てないんですけれども。で、今夜私は、政府の専制政治からアメリカ人を守るためにもう一つの約束をします。あなた方の大統領としてって言ったんですよね。あなた方の大統領として。すごいですね。言っちゃったらしいですよ。素晴らしいですよ。相当堂々と言っちゃってますね。言っちゃってますね。もうあなた方の大統領として、私は中央銀行デジタル通貨の創設を決して許さないと言ったそうです。これは本当にもうなんかもう本当シナリオがすごい進んでる感を感じますとゾクゾクしますよねこれ。いやもうこれ素晴らしい。はい。ということです。もうこれは本当にね、もう私たちもこうやって美香ちゃんとこの YouTube をやる前にもうずっと長い間毎週末スペースをやってて、その時にも結構ね1年以上前とかに中央銀行デジタル通貨が1回出てこないとか、出る前に出てこないことにはそうで今から出てからそれがそれをチャーリーさんがずっと言ってたんですよね。でチャーリーさんとあとフリンさんも言ってたんですよ。フリンさんとチャーリーさんが言ってて、で1回出てきてそれをみんなにだから一回出してどんなものか出させて、でそれが悪いっていうことを知らしめてから、それをやめさすっていうシナリオがあるっていうふうに聞いてたので、それいつまでかかんのとか思ってて、その時点からもう1年以上経って、やっともうようやくボスが言ってくれた。もう感無量ですよ本当にもうやっとこの段階まで来ました。そうフリンさんのその話をしたのはね、本当ちょうどね12月ぐらいですよ、去年の私たちがスペースで話したのが。だからもう本当に1年経ってやっと、もうその時の時点ではその中央銀行デジタル通貨が出てき始めた時で、でこれは出てきて普通に通常通りなんだろう実行されるっていうかことになる、そのシステムは実行される形になるよって言ってて、本当にやっとそれが出てきて、それがダメっていうことをボスが言ってくれました。素晴らしい。ズンバラジー。ズンバラジー。ようやくこう締まりましたね。締まった。これはちょっと感無量でした、私的には。はい、次はトラさんのツルス奏者。はい。これ結構ホットな最新情報ですね。今日か昨日か美香ちゃんが上げてくれた。今日だよな。今日です。トラさんのツルス奏者。それぞれ1分間隔でこれが投稿されてます。これね。ボーダーボーダーボーダー。
アメリカファースト、うんでメイクアメリカグレートアゲインと。というのを1 1分分間隔おきにで11時56分、11時57分、11時58あげたという分。はい。ことでした。うんはい。じゃあ次。これが先ほどあれですね、パットン将軍の話を、うんこちらですね。これか。でね、みゆぽうさんが、もうこれ私も本当にこの話最初に見たときにミューポーさんはね、ねはい。字幕したかったんですけど、うんしなくて、多分翻訳だけ多分1年半ぐらい前に多分載せたと思うんですけど、それを字幕してくれたのが素晴らしい。でこちら、ジョージ・パットンはエイブラハム・リンカーンの孫で、ムッソリーニはパットンの弟、亡くなったとされた JFK ジュニアの兄ジョセフ・ケネディで、ジョセフ・ケネディは第二次世界大戦で死んだとされてるけれども、実は生きて隠れて生きていると。でその JFK ジュニアの兄のジョセフ・ケネディの息子がフリン将軍なんですよね。はい。でトラさんは、私はもう1年半以上前からもこれ情報知ってたので、もう私はその意識でいるんですけれども、でフリン将軍で、トラさんは、パットン将軍の実の息子ですって言い切られてたんで、なので、JFK ジュニアは、フリン将軍とトラさんのいとこということで、もうここら辺は全部血縁関係があって、だからフリン将軍っていうのがどれほど重要な人物かっていうのはね、こういうことから明らかになると思うんですけれども、はい、はい、ということになります。はい、そうしましたら次。じゃあ、イバンカさんの投稿。ちょっとね。これもうなんか意味深すぎますね。意味深すぎるでしょ。これはちょっとなんかいろいろ見てたんですけど、これだけはちょっとどうしても気になったんでちょっと投稿しようと思って。なんか意味深事項がいくつもあるじゃないですか。ね、一個だけじゃなくて。一個だけじゃなくてね。これまだダボスが始まって始まる前か、始まるちょっと前の話だったんですけれども、だからこれは私はもうダボス、もう本当にここの話は本当に複雑すぎるからちょっとね一言で言えないんですけども、もうクシュナーはもうそもそもバキバキの DS 筋の人なので、なぜ結婚したのかとかももしかしたらものすごい壮大なおそらくですけどものすごい壮大なスティングオペレーションというかだと思うんですよ。イバンカさんとクシュナーが結婚したってことが。だから本当はこれは結婚してないのにそういうふりをしてるのか、そういうのももう全部ちょっと今のところ私たちには分からないんですけれども、でそのクシュナー、ダボスに必ず毎回出て司会とかしてるようなクシュナーが、1月10日が誕生日で、43歳の誕生日なんですけれども、ろうそくが4本、それもちょっと今のところ何も分からないですけども、で誕生日なのに全員黒い服着て、でもなんだか幸せそうなんですよ。それもちょっと分かんなくて、みんな笑顔でね、みんな笑顔で、でも一番途中で出てくる床が市松模様のレストランで2人で食事してる写真があって、これだな、これもうこれがおそらく私はフリー自由なそうめんさんたちの終焉を意味するんじゃないかと私は思いました。はい、以上。あとは何かありましたっけ？ろうそく4本っていうのもちょっと分かんないですね。もう全員黒服と。全員黒服。これは絶対でも何かを絶対私たちに伝えてるはずなんですけれども、それ以上の考察が出てきたら教えてください。ぜひ募集します。じゃあ次、はい。でチャーリーさんのニュースレター。いつもこれどれぐらいの頻度かな。1ヶ月に1回まではいかないと思うな、2週間に1回ぐらいとかそれぐらいの頻度で来るんですけど、メール会に登録してるんで、大した話じゃないことが多いんですけど、今回ちょっとまあまあ面白かったのでちょっと翻訳してみたんですけれども、世界のニュースここだけ読みますね。で、北
北の朝鮮の、水中の核の兵器で、朝鮮中央通信によると、北朝鮮は、日米韓の合同演習に呼応して、核はちょっと違う言い方したいかな、コアの搭載可能な無人水中、攻撃兵器の発射実験を行った。米国の原子力空母カール・ビンソン、イージス巡洋艦ブリンストンで、日本と韓国の軍艦が参加した訓練は、最終島チェジュ島沖で行われた。KCNA はこれにこうして北朝鮮国防科学アカデミー傘下の、水中兵器システム研究所は水中核兵器システムヘイル5の23の重要なテストを実施したと述べた。報告書は北朝鮮の水中コア能力が、アメリカとその、同盟国による敵対的な海軍作戦を抑止するために進化していることを強調し、水中のコアに基づく、対抗体制はさらに丸みを帯びていると述べている。これは北朝鮮が2023年3月に発表した、爆発時に超強力な、放射能の通の波を発生させるよう設計された核搭載ロボット潜水艦の実験に続くものだ。めちゃくちゃちょっと気になる話なんですね、これ。これはだからちょっとね、これからその納豆さんたちとロシアがもしかしたらドンパチするかもしれないので、そうですね。はい、でもそういうところとこの日本や北の国たちがこうちょっとこういうことを今しててっていうのがあって、そういう今からなんかちょっと大きなことが起こりそうな予感を感じさせるようなニュースだったんでちょっと取り上げました。で、こっちも読んどこうか。ちょっとね長くなると後が詰まってるんだけど、でバイ G の弾劾、2月28日はバイ G の、大統領弾劾訴追の一環として、狩人の、非公開宣誓証言が行われる日である。ここだけでいいか。2月28日がそういう日であるっていうことだけですね。それだけお伝えしておきますね。はい。で、それが2月28日って言われてるんで、結構先なんですよね。先です。そうなんですね。そういうのが、どうスケジュールに組まれていくのかっていうのはちょっと分かんないですけれども。あとその後、これはニュースというよりも、いつも言ってることなんですけど、金がやっぱり今年上がりそうですよっていう話で、だからまだ金や銀の現物買ってない人は早く買った方がいいですよみたいなお話でした。はい。でフィルさんも Q&A で、2024年の4年中には確実に銀は金の価格を超えるって言ってました。はい。結構断言してたんで信頼していい情報じゃないかなと思いますんで、やはりそれを考えるとやっぱり金より銀でしょっていうお話ですね。どちらにしても金もゴールドももう絶対不確実な数字だけなんだろう、架空の数字であるお金よりもやはりゴールド、シルバーなどのコパー、銅などの現物を持つべきだとは思います。はい。次。じゃあちょっとニュース入る前に一回チャットいきますか。いきましょうかね。なんか登場しました。お土産買ってきたんで。少々お待ちください。
ちゃんか。まっちゃんさん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。自由人こんちゃんさん、いつもああ、いつもありがとうございます。あ、いつもの方が来てくださってて嬉しいな。ね、嬉しい。うん。こんな時間にもかかわらず。帰宅中なので帰ったらゆっくり見させてもらいますね。ありがとうございます。まっちゃんよろしくお願いします。ステーキスイーツチャンネル。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。パンプキン大佐さん、RV2.7、2月なのかな。あ、さっきの話ですね。という情報もさっきあります。あったりします。ね、さっきの話ですね。ロロナゾロさん、ステッキさん、チコさん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。皆さん、こんにちは。仕事中ですが、こっそり見てます。ありがとうございます。嬉しいな、もう。後からゆっくりアーカイブ見ますね。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいですね。サネさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。リンレイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。いや、眠くて、テレビで、北里柴三郎先生のドラマで起こされ、間に合ってよかった。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。ピースドアさん、毎度お世話になります。毎度お世話になります。タイパンさん、能登半島の、グラグラの地面のグラグラの影響でソフトバンクの 3G サービスの終了もありましたね。ソフトバンク 3G 終了したみたいですね。本当ですか。サービスの終了も1月末から4月15日に延期されました。延期されたんですね。あれ、私が見たの違うキャリアだったかな。じゃあ延期されたんですね。これ誰からの情報？フィルさんからの情報だったと思うんですけど、もうね、ソフトバンクはもう終わってますんでね。はい、終わってます。はい。会社として終わってるみたいですけどね。はい。月見さん、こんにちは。リラさん、こんばんは。アカウント名、神直子からリラに、名前変えられたね。神直子さん、いらしてくれてましたね。はい、お名前変更されたんですね。リラさん、はい、了解しました。ありがとうございます。カリユガからついに上昇に転じますね。よろしくお願いします。復活祝い。復活祝いですね。もう本当に。もう後でちょっとフィルさんの動画とか上げていきますんで、ちょっともうやってあげれるようになったんで、はい。上げられなくておおと思ったらバンされていたという。ロータスフラワーさん、私も後でワインで乾杯させていただきます。ぜひぜひ。皆さんでワインで乾杯。おかえり。おかえり。今日はね、何もないんだよ。ごめんね。みかんないわ。お互いさん、タイプね、タイプ。ゆきこさん、ありがとうございます。みかさん、かおりさん、今日もお世話になります。お世話になります。いつもお時間。どこ行った。いつもお時間割いていただいて誠にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。こちらこそいつも嬉しいお言葉をありがとうございます。ものすごく励みになっております。本当にありがとうございます。みかんないわ今日もごめんね。みかん探してるけどないね。スイカさん、はい。こんにちは。楽しみに待ってました。ありがとうございます。みかんない。月見さん、今まで自分はいろんなとこ顔出してまして、今はここだけですね。ゆきこさん、トラさんラリーでドリル出ましたね。トラさんラリーでドリル出たんですか？ドリル出ましたね。胸熱です。月見さん、トラさん、子供たちの健康と安全を守ると言われてましたね。胸熱ですね。ゆきこさん、同時通訳してくださった方に感謝です。出たドリルって言ってましたね。言ってました。ちょっと後でまた。ちょっと飛ばさせてもらう。自分が八坂を使い始めた3年ぐらい前。
トよろしくお願いします。京都さん、ありがとうございます。メイさん、こんにちは。メドベッド情報ありましたらよろしくお願いします。ないですよね。メドベッドの情報っていうのはないんですよ。ね。今週はないんですよね。スカイさんの情報はあります。フィルさんがちょろっと言ってたぐらい。フィルさんからのメドベッド情報がちょろっとあります。ちょろっと。清俊さん、日本 DS の終焉が非常に気になっています。そうですね。私も非常に気になります。一番気になりますやっぱり。なんだかんだでやっぱり一番。日本のが一番。ね、やっぱ身近な話なので。はい。メス。タイプだ、ここだと内容に集中した。ゆきこさん、ここだと内容に集中した事柄が聞けて、それに対するチャット質問できるのは本当にありがたいですね。嬉しいですね。嬉しいですね。ありがとうございます。もうすごい頑張ってる感がありますね。嬉しいです。聞いていただけると本当ありがとうございます。ゆきこさん、そういえば日本から冥王星が水亀座に入りましたね。らしいですね。水亀座の時代。なんかこういう真実発信系とかの YouTuber でない方も、はい、そういう水亀座とか、その星回り系のYouTuber の方々も、そういった話がされてる方いましたね。なるほど。ロノナゾロさん、昨日の夜、香織美穂さんのライブがなかったからあれと思ってましたが、まさかの。でも戻ってきてくれてよかったです。戻りました。戻れないと思ったんですけど戻れました。よかったです。メイさん、冥王星は創造と破壊の星。ヤギ座の物質主義から精神性が中心の世界に移行すると言われてますね。水亀座のね、魚座から水亀座に出て言われてますね。魚座がそういうね、物質主義みたいなふうに私は認識してたんですけど、一緒です。ボンボラボンさん、ありがとうございます。こんにちは。いつもありがとうございます。白封筒情報のことで以前から疑問だったのですが、ホワイトハット関係の情報提供者は会議の内容を外部の方に話しても大丈夫なんですか？大丈夫なところだけをもう私に対して書いたことに関しては多言してもらって大丈夫って言ってるけども、ここは多言しないでくださいっていうことも書いてくださってます。大丈夫です。さくやさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。よかった。かりさん、みかちゃん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。さくやさん、嬉しいこの時間に起きてくれて、いつもありがとうございます。ありがとうございます。北島よしのりさん。納豆さん。納豆さん、16日 T4 始まったって今日のライブで言ってました。誰の話？納豆さんって違うか。納豆違い？納豆違いですね。内藤さん。内藤さんが納豆さんになってる。内藤さんね。内藤さんね。16日、そうなんですね。16日 T4。だからさっきの話と同じ。猫やんさん、はじめまして。皆さんこんにちは、感謝しています。ありがとうございます。キャットポムさん。銀、インゴット、しこたま買ってるから。素晴らしい。早く再評価終わって冷凍を発表してくれないかね。そうなんですよ。私も銀待ちです。シルバー待ちです。本当です。ターさん、先日裏金問題で M 沢がテレビで会見してましたが、もう10年以上前からまだ生きてんのかが正直な感想なので、あれもレレレもの関係で長生きなんでしょうかね。もういい加減この奴隷制度が解放してもらいたいですね。何歳なんですかね。ちょっとわかんないですね。M 沢って誰でしたっけ？宮沢。どの M 沢さんかちょっとわかんないな、私も今。そうですね。どの M 沢さんかわかんない。メイさん、やったメドベ発表。
ずっと病気療養中だったので待ち望んでいた。ああ、それはね、本当にそういう方多いと思うんでね。本当早く来てほしいです。月見さん、メイさん、メドベで病気必ず治りますよ。私たちも心待ちにしてます。心待ちにしてます。ね、はい。はい、以上ですね。みかちゃん、この5色の中からお一つお選びください。クリームパンなんです。クリームパン、高級クリームパン。うちの息子が大好きなクリームパンで、もう梅田に行ったら必ずこれ買ってきてっていつも言われるんですけど、抹茶チョコ、チョコだけ息子に取っといて、でこれだけ持って帰るので、抹茶、小倉、クリーム、カスタードかな。どれがいい？カスタードかな。どれがいい？ちょっと合ってるかな。カスタード、そう、それカスタード。ありがとうございます。生クリームカスタード。はい。抹茶。じゃあ次行きます。はい、次行きましょうか。ちょっと夜も更けてきました。夜も更けてきました。ね、いい感じに夜になってきましたね。カーテン閉めないと。ね、ぐらいな時間になってきましたね。はい。はい、そういたしましたら、じゃ続々いきますよ。続々いかないと。今日はすごい。まだまだありますからね。私の話めっちゃ長いですから今日。先に美香ちゃんの話してもらった方がいいかな。先に美香ちゃんの話してもらおうかな。いいですよ、全然。そっちの方がいいわ。はい。ちょっとその間に私はちょっと抹茶食べるんで。じゃあ最初なんだっけ。最初スカイさんだから。スカイさんとあれですね、トレッシーさんのお話ですね。お願いします。ちょっと YouTube をちょっとこれ映して、YouTube これ押して、これですね。ちょっと停止しといて。ちょっとなんか右側に映ってるの気にしないでくださいね。はい、これでいいのかな。これですね。いつアップされたやつかな。これは昨日かな。1日前だから昨日ですね。昨日ね。昨日アップされた、21分のスカイさんの動画ですね。を、まとめました。なんか面白い話だったんですけど、なんかアーサー王の子孫らしいですよ、スカイさんが。あ、でもそれ系の話前もしてましたもんね。してましたね。とてもエキサイティングな話があります。数年前から伝説のアーサー王の、子孫末裔であると、スカイさんが末裔であると聞かされてきました。で、母方か父方のその片方の家系というわけではなく両方にいるそうです。アーサー王の子孫が。で、1500年の歴史の中でこの地を受け継いでいる唯一の人間なんだそうです。スカイさんは。で、両方ね、父方も母方も両方いるので、その両方の地を受け継いでいる唯一の人物であると。で、キャメロットの後継者として分類されているそうです。キャメロットっていうのは、アーサー王の王国のあった場所ですね。それの、キャメロット、スカイさんキャメロット、キャメロットっていう名前のタイトルのテレグラムチャンネルね作ったり、いろいろタイトルにつけてるじゃないですか。で、そのキャメロットだったんですね。あまりにできすぎた話なので、証拠を見てもまだ自分でも信じられません。そんで、次バチカンの話にまだスカイさんですよ。スカイさんの21分のところですね。でバチカンの話もありました。これバチカンはいいのかね。バカチンって言いますね。バカチン。バカチン。バカチンの地下では、一時笑っちゃう。バカチンの地下では、何が見つかったでしょうか。で、バカチンの地下では金塊が見つかったり、
そう太古の昔の王様たちの遺骨が見つかったり、ファラオの遺骨だったり、でエジプトの神々だったり、それはギリシャ神話の神々、一部はギリシャ神話の神々の遺骨だったり、あとは、キリストの遺骨もあったそうです。で何世紀にもわたって、闇の支配者たちは、そう教会としてバカチンは教会として知られてきたじゃないですか。何世紀にもわたって教会として知られてきたんですが、その1500年もの間、ね、でその間に人々の土地を、盗み続け、で人々の技術を盗み続け、あと UFO と、その乗組員、たちを、例えば墜落したりとか、したその UFO とその乗組員の多くの施設に、実は保管していると。でその保管場所っていうのは主にバカチンなんだそうです。バカチンの地下に保管されている、UFO の残骸だったり、その乗組員の遺体だったり、で良いテクノロジーも悪いテクノロジーも、歴史的な記録も、全てアライアンス軍が侵入した時に全て回収されました。で、遺物、歴史的記録、テクノロジー全てホワイトハットの手に渡りました。著名な人々、政治家だったり、ハリウッド俳優だったり、著名な人々の、DNA ありますよね。DNA はサンプルを取られてその記録がコンピューターに保存されているそうです。それで、そのなんだろう。で、その著名な人々のその保存されているDNA と一致する人もその辺にいたりするそうです。同じ顔したね女優さん、俳優さんとかね、いっぱいありますよね。そういう話ね。いますよね。そんな感じでね、いるそうです。で、メドベッドではその自分が誰の DNA と関係しているのか、自分がその歴代の例えばその著名な人の DNA を持っているのか、実は持っていたっていうこともある。それがメドベッドで分かるそうで、自分が誰であるかっていうのが分かるそうです。なるほどね。それはそうな感じしますね。その DNA のね、解析もできるでしょうね。なるほどね。そう自分が誰と血縁関係にあったかっていうのは分かるそうなんですね。でそれによってもしあなたが、歴史上の人物の直系の子孫であることが例えば判明したとしたら、その彼らがその当時所有していた、宝物だったり、あと土地だったりの一部を相続することができる可能性がある。わお、そうなんですね。すごいですよね。すごいね。でその当時に強奪土地だったりその宝物をその財産を、当時の DS っていうか悪いやつら、闇の支配者たちに、強奪されてきた可能性もあるので、でその強奪された土地や財産だったり遺産は、その今の末裔家族に返還される可能性があるそうです。なるほど。すごい壮大な話ですね。壮大な話ですね。で、終わりかな？終わりかな？スカイさんは終わりですね。スカイさんの21分のは終わりですね。なんかさっきの話で、キリストの遺骨がバカチンの地下にあるっていう話があったんですけど、これ私は別筋でずっと調べてきた自分のいろんな読んできた本の考察から、私は伊勢神宮の地下にあると思って
伊勢神宮の地下にあるっていう話があります。で、あとかついろいろ分かれていて、結局キリストは最終的に日本に来たという話があって、私はそれを信じていて、で青森かな、青森の墓がありますね。私はそれを結構信じてますね。はい。了解です。じゃあ次スカイさん、引き続きスカイさんの音声ですね。今度7分間の音声が、これも同じ日かな、昨日かな、昨日か一昨日の音声ですね。なんかちょっと短文は私訳して投稿したんですけど、それの長いバージョンですね。はい。T4B の通知がリリースされた瞬間に、リリースされたそのスカイさんのメールに届いた瞬間に、その私のコースもクラスも、グループもテレグラムのグループもすべて閉鎖します。でクラス B とクラス D っていうのがあれですね。かおりさんも一回申し込んだあれですよね。スピリチュアルカウンセリングトレーニングコースの準備コースですね。それのクラス B とクラス D の人たちはもうお金を振り込んでしまっている人もいるので、この人たちのことは別途コメントしますと。で通知が届いたら、ソーシャルメディアからはきっぱりとサインアウトしますと言ってました。で私の YouTube は、スカイさんの YouTube は、YouTube から、その動画の削除を求められるまで、もしくは、YouTube が動画を削除するまでそのままにしておくそうです。でスカイさんのテレグラムグループは、通知が届いたら、48時間ミュート。通知が届いたら、その時点で、そこから48時間ミュートになるそうですね。で、その後48時間後に、完全にグループは削除されます。で、それっていうのはハッカーとか犯罪者にグループを乗っ取られたりしないようにするために削除されるそうです。それでそのミュートされている48時間のうちにそのテレグラムグループに投稿されているいろいろスカイさんが、ね、投稿してくれた情報とかを保存してくださいと、そういった情報も全てもろとも削除されているので、保存してくださいと。そう48時間の間を利用してくださいと。で個人セッションありますよね。スカイさんと1対1だったり、1対1であとコースね、クラスですね、授業。でそれに関しては、通知が届いたらの話。通知が届いた時点での話ですけども、その個人セッションはまだ受けていない人に関しては全額返金されます。返金するんだ。でも受けている人もいるので、もう 1,2 回授業はもうすでに実施されていると思うので、その分はもちろん返金されないですけども、まだ受けていない分、例えば明日通知が届いたら、その明日以降に予定されている授業の分は全て返金されます。でその準備コースですね、スピリチュアルトレーニングコース、準備コース、クラス B、クラス B、両方とも、まだ受けていない分の料金は返金されます。で全員の分の返金をスカイさん1人で行うので、膨大な時間を要します。そうだよね。でなので返金を受け取るまで、最大2週間かかってしまいますが、なのですぐに返金を受け取られなくてもストレスを感じないでください。で通知が届いた時点で全てのコースとクラスがキャンセルされます。なので、尋ねる必要はありません。例えば明日通知が届いたらその時点で、その予約してあるコースとクラスは全てキャンセルされるので、
そのつもりでいてください。なので、キャンセルされるんですかとかっていう質問はする必要ないですっていうことですね。はい、スカイさんおしまいです。次、トレッシーさん。次トレッシーさん。はい、じゃあトレッシーさんの、もう一回出るかな。これだ。これですね。これ、よいしょ、これを。これが、そっか。これ表示されてるのかな？わかんないね。わかんないですね。これは皆さんに出てるのかな？出てないですね。出てないか。これは出ないんだな。出ないな。出ないから、出せない。これはいいや。なんで、まあ、しょうがない。はい。ちょっとスカイさんのままですけども。それですね。これはいつかな？一昨日ぐらいかな？一昨日ぐらいに、トレッシートレックさんですね。の10分間の動画がテレグラムにアップされてました。それの、まとめの和訳です。値下げ策関係の話ですね。209カ国が、金で裏付けされた通貨に、戻ることを発表すること。はい。209カ国が金で裏付けされた通貨に戻りますよということを発表すること。それがメインメディアで発表されるのが、それが最初の発表になるそうです。いろんな発表あると思うんですけど、それが一番最初に行われる発表らしいです。で、債務免除についてですが、それは、銀行ローンに関するものであれば、すべて免除されます。なんか個人的に、なんだろう、2000円借りてるとか、そういうのは当てはまらないけどですね。銀行を介しての債務はすべて免除されますということですね。で、住宅ローン、車のローン、学生ローン、クレジットカードのローン。で、そのすべてが彼らのやり方が違法だったので、すべて消え去りますと。すべて免除されます。で、値下げ差には、さまざまな方法で豊かさをもたらす200以上のプログラムがあります。これ以前も言ってましたけどね。値下げ差には200以上のプログラムがあります。なので、あなたはこれには当てはまらないけど、これには当てはまるという感じで、誰も取り残されることはないですと。200以上もプログラムがあるので、まあ、どれかには当てはまりますよ、皆さんってことですね。で、60歳以上であれば5000ドルが支給されます。アメリカではですね。日本はもっと多いんじゃないかなって思ってますけど、これは、今、現状働いていても、そうでなくてもそれは関係なく、年齢が60歳以上であれば、アメリカであれば5000ドルが支給されます。それは今月から開始したいと考えているそうですね。もう開始されてますよね。なんか体験談でいろいろ出てきてましたよ。ねえ。日本で言うと、まあ大体70万円ぐらいかな。ね、ぐらいの感じかな。そうですね。それぐらいですね。その5000ドルの小切手が届いた。体験談たくさん投稿されてるので、もう始まってると思います。はい。で、障害者の方は年齢に関係なく7500ドルを受け取ります。で、ユニバーサルベーシックインカムは、誰もが全員毎月1200ドルを受け取ります。で、仕事を持っていることが証明できないとダメっていうふうにずっと言われてましたね。で、仕事を持っていることを証明できなくても、もし働かずに誰かの世話をしていたりすれば、でそのことが証明できれば、他の多くのプログラムに適用されるので、取り残されることはありません。まあ、働かずに介護
をしていたりする人でもなぜ200以上の200のプログラムがあるので、どこかには絶対適用されますよと。でもう金輪際経済的に苦しむ人はいなくなります。フィルさんも同じ話してました。そうです。はい。でご存知の通り、ネセラ後120日以内に新たな大統領選挙と議会選挙が行われる予定ですが、トラさんの場合は少し異なるかもしれないらしいです。ちょっと今はどうなるかわからないそうです。でトラさんの場合は、大統領選挙をする必要がないでしょうって言ってますね。まあ実際勝利してますからね。とトレッシュさんはおっしゃってます。そうだと思います。で固定資産税。で固定資産税は各州ごとに決められることになるそうです。アメリカでは。でテキサス州が先頭に立って固定資産税の廃止について話し合っているそうです。なので他の州もそれに追随するでしょう。固定資産税は州ごとに決められるそうです。でネセラの規定をすべて展開するには少なくとも3年はかかってしまう。だけれども誰もがすぐに祝福を受けるでしょう。で、10分の動画終わりですね。で次、今日つい先ほど上がっていた、トレッシーさん同じくトレッシーさんの2分の音声です、ね。ありがとうございます。これは短いですね。バイジーが解任された直後にネセラが発表される可能性があると。やっぱそれが一般的な話ですね。でそしてネセラの発表の後にトラさんが復帰しますよと。でなので順番としては舞台裏でバイジーが辞任しました。でそしてネセラの発表があります。そしてバイジーの辞任が発表されます。そしてトラさんが復帰します。その順番だそうです。トレイシーさん曰く。同感ですね。でトラさんが戻ってくる前にお金が動いていないとならないのでネセラが先に発表されるそうです。なるほど、先に発表されるんですね。トラさんが戻ってくる前にトラさんが戻ってきた時点ではお金は動いていないとならないのでネセラが先に発表される。ということはそれの引き金になるのがチャーさんの死去なのでチャーさんの死去が起こるということですね。なのでネセラの発表とバイジーの解任の発表は、同時だということですね。だからもう本当にねニュースのチャーさんの死去をまずはニュースとしては追っておいたらいいだろうということですね。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしい。はい。全部読んでね。ありがとうございます。よかった、嬉しい、ありがとうございます。全然自分の終えてなかった情報を全部訳してもらえてる。ありがたいです。そうしましたらね、今からあとちょっと人関係の話を何個かした後にニュースとかは一番最後回しにしてじゃあちょっと私があと用意してるのがクリス・ミラーさんとエズラとスカイさんこれなんだそうかとフィルさんがあるのでフィルさんだけ後回しにしてこれを読んだ後に RV 関連の話に行こうと思うので最後フィルさんでそれでもう時間が余ったらニュースの話もでもこれ重要かな先しとこうかなやっぱりニュース先行きますわはい、じゃあニュースいきますはいノースカロライナチャーリーさんニュースレターの下ですねこれやっぱ後に回すとフィルさんを最後調整しようはいでこちら
これはブーム、これは最近ノースカロライナ州で起こった何か人を混乱させるもの、ブルービームなどでなければ緊急用の B52、爆撃機のように見える。これが、これはこれでこの映像を見ればいいんですけれども、その下にね、9カウントロッククロックでこれの画像が出てるのが、そこがめっちゃ胸熱。これはちょっと絶対、出てましたと。9カウントロックカウントダウンクロックで出てましたと。はい。のでございます。はい、じゃあ次。これね、プロジェクトブルービームなのかわかんないけど、いやでも違うと思いますよ、これは。ブルービームではない。ないね。だから本当に何か起こってるんじゃないかなと思いますけどね。私は思います。私も思います。で次、スティーブ・バノン。あれ。よいしょ。あれ。はい、こちら。スティーブ・バノンは1月17日にテレグラムに次のように発表した。米国政府の崩壊につながる可能性のある事実が公表されるだろう。彼が言っているのは2020年の選挙の不正に関する、最高裁の発表のことである。で、ある可能性がある。で、最高裁に提出されたブランソン事件、フロリダ事件、そして2020年の軍による公式投票数から最高裁に提出された証拠について括弧閉じる。有利な判決が出れば、バイデン政権と議会は、自動的に解散し、新しい選挙が行われるまで戒厳令が敷かれることになる。さらに、現在、解散している米国株式会社は破産しており、新共和国の、資金を調達するためには、金資産担保通貨への、世界通貨リセットが必要である。このシナリオが私はね、来そうだと私は思ってるんですけどね、そういう匂いも、プンプンしてますよね。これじゃないですかね。で、この間、ね、先週お伝えしたのが、もう消されちゃいましたけど、クラランス・トーマスに注目せよとか、ね、言ってたんで、結構そういうことじゃないかなって、私はここが結構来そうだなと思ってます。だから、このシナリオでいけば、トラさんが帰ってくるのはもう本当他何も関係なく帰ってこれるので、ね、自動的に帰ってきますよね、このね。という形になるんじゃないかなと思います。じゃあ次。下院共和党、これいきますね。下院共和党。続けて読むので、ゆっくり食べてくださいね。はい。次ね。出すだけ出してもらったら。速報。下院共和党は世界経済フォーラム、WEF への資金提供を停止する法案を提出した。ダボス資金拠出法は、具体的には連邦政府機関が WEF に資金を提供することを禁止するものである。米国は長年にわたり WEF に数千万ドルを費やしてきたが、共和党議員らはこれを終わらせる必要があると述べている。素晴らしい。素晴らしい。はい。じゃ次。で、これ同じ記事を、チャットメンバーの、大木淵さんが書いてくださって、こっちか。これはちょっと同じ記事じゃないか。同類の記事ですね。で、こちら。独占情報として、下院共和党世界、経済フォーラムへの資金提供を停止する法案を提出。しかも、JP モルガン・チェイスのジェイミー・ダイモン CEO が、ダボス会議でトラさんが重要な問題について正しかったと認めました。で、世界がトラさんに感謝すべき時が来ました。ね、この辺も全部操られてると思って言ってると思いますけど。はい、次、ボリちゃん。
じゃあ帰りますね。あ、いいよ、いいよ、食べといて。いいよ。いいまあ、短いからね、ゆっくり食べられないけどね。はい。で、次。ボリス・ジョンソンは、トラさんの下では、世界はより安定するだろうと述べ、トラさんがホワイトハウスに復帰するという考えに、激しく震えているとして、グローバル、ウォーカーラティを嘲笑した。ウォーカーラティ。わかんないね。ということで、ちょっとわかんないね。次、同じボリちゃん情報。これもまた先ほどと同じ、ほうき富士山。派閥が上がるわけね。で、ボリス・ジョンソン氏は、トラさんを米国大統領候補として支持し、トラさんは、批判者たちを驚かせ、ウクを支援して、西側諸国をより強く、世界をより安定させると主張した。ただし、ジョンソン氏が勘違いしているのは、トラさんがウクへの武器供与を続けると確信していることです。本当は第45代米国大統領がウラジミール・プーサマロシア大統領の政治に関して高く評価しているのです。ウクのゼレちゃんが、ロシアと我が国の戦争を止めるためにトラさんをキエフに招待しますと発言した件について、いや、ウク自体がカバちゃん管理下なので絶対に拒否されます。で、トラさん、ダボスのカクテルパーティーでは世界中のウォクラティがあまりにも激しく震えているため、黒人の氷がチリンチリンとなるのが聞こえると聞いている。ちょっとあんまりよくわからないな。これで世界経済フォーラムもオワコンですなということで、はい、まあ確かに私にしてもオワコンですわ。ということでございます。はい。クリームがすっごいいっぱい入ってめっちゃ入ってるでしょ。高級クリーム。こういうクリームは普通のじゃないですよ。はい。息子が大好きなんです。すっごい美味しい。高級感あふれる。高級感あふれる。派閥が悪いわけ。はい。これはちょっともう読みようがないけど、まあ派閥が悪いわけじゃない言ってました。ね、僕何も悪かったわけで何でもないもんって言ってました。あるいは会話でごまかしてるわけでも何でもないんだもん。ってごな口しながら言ってました。ね。赤ちゃんみたいな。赤ちゃんみたいな。本当にダダっ子みたいになってね。何でもないもんみたいな。ないもんみたいな。ということでした。はい、もう本当に。さよなら。ありがとう今まで。ありがとうね。これ公式ニュースですもんね。ね、公式ニュースですもんね。バイバイ。はい、じゃあそういうことでさよならしました。じゃあ次、自民党安倍派。これは来たぞ。これは来たぞって。いや読め食べといて大丈夫。大丈夫。大丈夫。自民安倍派も解散へ。党内勢力、最大勢力自民党の派遣、派閥パーティー収入不記載事件を受け、党内最大勢力の安倍派清和政策研究会は19日派閥を解散することを決めたと。これはね絶対ねX 内でこのね参加の人いっぱいいますんで、私はこのことについてとても詳しいので消えると思います。はい。で、複数の関係者が明らかにした。清の和の会社。清の和の会が解散感無量すぎても私これはねこれを何年待ったことかシャンパンパーティーですねこれはね本当にこれだけでご飯3杯食べられますね。はい。じゃあすごいニュースでした。はい。じゃ次カナダコーポレーション。はい。これだけのこれ1個だけ情報。これはちょっとこれ以上は出てきてないのでね。でもこうなるべきなのでおそらく本当じゃないかなと私は思うんですけれども、
大丈夫、変わりますよ。あ、いい、食べてる、いい、食べてる。大丈夫大丈夫。うん。私たちも祝うべきことがたくさんあります。うん2024年1月20日をもって、20日なのでもう今日ですね。今日ですね。カナダ株式会社が解散しました。わあ。これはだからね、何度もこの YouTube で話してますけど、フィルさんの1年半2年前ぐらいの動画によると、もうその時の時点でフィルさんが言ってたのはカナダと、カナダとオーストラリアとその周りの島々は全部アメリカになります。でなります。であとはまあアジアはロシアがアジアはシュウ様がまとめて、でヨーロッパはプー様がまとめるっていうことになるよって。でもそうなるシナリオだからそれはそうなりますって断言してたんで、そのウクのドンパチが始まった明日始まるかなぐらいの時にフィルさんが上げた動画だったんですけど、全部その通りになってますからね。はい、その時も私基地が扱いされてすごいいろんな攻撃受けましたけど、はい、その通りになってます。だからカナダは一回その株式会社が解散する必要があるんですよ。全部アメリカ米国株式会社ではなくアメリカの新しいアメリカ共和国に組みする形になるので、はい。で次。カナダで法人を解散するには株主が特別決議により法人の清算と解散を承認する必要があり、解散の意向証明書は清算に必要な範囲を除き法人がもはやその活動を行わないことを公示する役割を果たす。活動を行わないですよね。法人としての活動を行わないことを公示する役割を果たす。カナダで解散した法人の確定申告の手続きは通常の法人税の申告と同様だが、確定申告の決算期は解散日で終了する。法人が清算手続き中に事業を停止する場合は解散意思証明書を申請することができる。はい。事業を停止するですね。法人が事業を停止する場合は素晴らしい。きますね。これももう進んでますね。進んでる感すごいします。次。後でもいいけど名前でもいいか言っちゃおうか。じゃあ次。ホワイトハウスで浮く。これいきます。こちら、ホワイトハウスで浮くの兵が一般人が入れない専用エレベーターを使用していた。そのエレベーターはメンバー専用とか呼ばれている。なぜホワイトハウスに浮く兵がいるのかということで、ね、そういうのがあるらしい。ゼレちゃんと一緒ですね。そうですね。ゼレちゃんもホワイトハウスにねいるんだったら、浮く兵もいますよね。いますわね。です。じゃあ次。お仲間ですからね。お仲間ですから。で、この悪魔のこの奥様も行きました。これ言っちゃいますこれ。これ言っちゃいます。ちょっとやばいかな。大丈夫だよね。はい。じゃあこれ読みますね。この二人のバカ者を組み合わせよう。ポデ兄弟の母親は彼らが大人になってから25人の子供を養子に迎えた。母親とは誰だ？民主党のエリートたちがママポデスタとして知られていたポデ夫人が、金曜日慢性なんちゃら肺疾患のためワシントンで死去した。88歳だった。いやこれねポデちゃんのすごい似てる。すごい似てる。ポデちゃんの息子さんがあれですよね。バンドマンですよね。なんだったっけな。言いましたね。でそれがもう本当にめっちゃいい人なんですよね。だからもう親とかに抗議して、で一回ちょっと死んだみたいな風にされてたけど実は生きてるっていうような話をフィルさんが前にされてました。
そうそうそう、ちょっとめっちゃ有名なバンドですけど、ちょっとバンド名忘れちゃいました。うん。ちょっと忘れちゃったな。出てこない。で、その母が亡くなりました。はい、ポデ夫人が亡くなりました。ポデ夫人には2人の息子がいたが、ワシントンに来ている間にさらに25人の養子を迎えたと、長男でワシントンの、広報戦略官であるトニー・ポデは語った。彼女には2つの人生があった。シカゴでは妻であり母であったが、その後、ワシントンに来て大統領や上院議員たちと親しくなり、彼女の基地に富み、誰にでも何でも言う姿勢が気に入られていたのだそうだ。クレイジー。はい。本当に。ということでございます。はい。クレイジーな話です。クレイジーな話でした。もう本当にこの手の話はフィルさんも今までもうここ1年半ぐらいかけてずっと話してきましたけど、本当にフィルさんはもうこの人のことを多分一番許せない、もうこの人の画像とかが出てきたらもう本当にもう露骨に声色が変わってものすごい悪態つきます。はい。で次、アンドリューの元恋人の証言。はい。速報。はい。アンドリュー、アンドの竜の王子の元恋人ビクトリア・ハービーは、ペープは9の1の1が起きる前からそれを知っていたと述べた。9の1の1については明日詳しく触れるつもりですが、ペープにつながる話がありますと彼女はソーシャルメディアに書き込んだ。ペープは9の1の1が起こることを知っていたし、彼の側近も知っていました。彼らはお土産に飛行機のチケットまで買ったのに飛行機には乗りませんでした。これは全く新しいレベルの病気です。クレイジー。はい。だそうです。この辺はもう、はい、もう私も同様に認識してたので、そういうことだったと思います。はい。この事件を起こすから飛行機が止まるからってことですね。そうね。はい。で、まあいずれにしてもね、9の1の1の時にもビルの中に入ってるいろんなテナントの中でイスのラの L のね関連の企業の人たちはみんなしてたからね、みんなその日は出勤しなかったとねいう話が多数ありますよね。はい。でエプさんもモーの3の同なので、はい、そういうことです。はい。ということで、じゃあ次。次、X の支払いシステム。これね、結構これ、たまたま見つけたんですけど。よいしょ。こちら、純高橋さんからの情報で、来ましたね、X のシステム。っていうことで、これ、ワチャグルさんの、情報で、X の支払いシステムの、もう、チャンネルができたみたいですね。X の中で、X ペイメントって。でも、本当これはこうなるみたいですよ。だから、X の中で、もうそれはね、以前から、ちょうど半年ぐらい前から、イーロンが言ってたことがやっと現実化してきたかなって感じですね。支払いシステムが出来上がったということです。だからまあ今使ってる、ね、X の中にまあウォレットを持つような形に皆さんなれるだと思います。はい。で次台湾。で次こちら。台湾で大量辞職。これまた分厚いなこれね。超胸熱ですねこれね。台湾で木曜日、これちょっと読めませんけど、なんとか首相と、各省庁のトップらが、憲法の判例に従って辞表を提出した。これ次日本来ますよ、同じことが。ですか？来ますって。絶対来るって。同じですよ、これ。同じ道ですよ、もう。はい。というね、はい、ことが台湾でありました。で
ではお次。日本も続いてほしい。続くはずです。はい、次ウィリアム。はい。この手の情報が、まあね、先週ぐらいから結構多いんですけれども、その中で一つ、こちら、いけます？ウィリアムの王子が国王の座につき、チャーさんは健康上の懸念から退位を決断ですか？で父親のチャーさんが医療処置のため退位することを決めたと伝えられているため、ウィリアムの王子が統治を引き継ぐと言われている。まもなく国王となるウェールズの皇太子は、妻が腹部手術後の回復過程にあるため、イースター後に統治を引き継ぐと伝えられている。はい、まあもうこれね、フィルさんの情報と全部照らし合わせてもらったと思うんですけども、こういう情報が出てきてます。皆さん体調不良です。体調不良ですね。キャサリンさんも、キャサリン妃さんも、腹部手術だし、チャーさんもだし、みんな体調不良ということで。はい。あとスウェーデンの皇室も。そうです。あ、そう。そう。ね、闘病中だし。そう。でまあフィルさんの Q&A でまあ後で出てくるけど、まあちょっと細かい話できないかもしれないので今言うと質問でまあそれらのことっていうのは王室王室の制度王政っていうもの自体がなくなるっていう意味ですかっていう質問があって、ビンゴって言ってたんで、なくなります。はい、それがもうなくなりますからってフィルさんは断言してました。ビンゴ。天ぷらさんね。全部日本も全部なくなります。ビンゴです。なくなりますね。もう間もなく。嬉しい。嬉しい。はい。次 USR これね。これはちょっとでも出してもそこをピンポイントで見せるのはちょっと至難の技なのでちょっともう話だけにしますね。でこちら7年前の今日2017年1月19日ドナルド・トラさんの大統領就任の1日前こんなことが起きたね。だから1月に20日だったんですね、就任式がね。それを思うとね、20日はちょっと意味ありげな日程ではありますよね。で、この動画の中の3分45秒あたりのところに聞いていることで、そこでね、花火で USR の文字が上がるんですよね。いける？すごい。あ、そう、その直後、それの直後。いや、行き過ぎ。さっきのところの直後。US。見えない。R が見えないですね。見えない。US しか見えないね。暗すぎて。はい。という花火が。USR が上がってるんですよ。花火が上がったというお話でした。ほい。じゃあ次。石川の地震。よいしょ。カバルやってる。そう、カバルですけど。でこちら、読みましょう。いいですか？カバルやっつけるさんのテレグラム。これねちょっと先に注釈入れると、私これ先に別の人が X 投稿したのをアップしたんですよね。そしたらだからその人私フォローしてない人ですけど、その人がベンジャミンさんに質問したんだと思って一人称がその人僕がって言ってたから。だけど後で私のフォロワーさんがチャット内で「いやそれは違うよ」って教えてくれて、これカバールをやっつけるさんが書いてた文章だから、その人は投与したそう投与してるってことです。それ人が全くカバールをやっつけるさんのリンクを貼らずに僕がって書いてたから、ちょっとそういうのは私もう本当に絶対ノーなんですよ。だからすいませんがすぐ削除しましたし、私たちもずっとやられてるんですよそれね。Facebook でね、なんかちょっとなんか政治家関係の人がずっと私たちの投与をしてて、で私が一人称で私がこういうことがありましたとかいう話も全部そのまま投与されてて、あなたがしたんじゃないでしょって思うんでであなたが思ったんじゃないでしょ、私が思ったことでそれは香織さんが思ったことって書かなきゃダメでしょって思うんで、この人もその人もカバール・ヤツケロさんが書いたこの文章を私は書いてますって書かないと偽情報になるんで、そういうのはちょっとダメです。はい、どうぞ。じゃあここ飛ばしますね。
石川の地面のグラグラに関して僕が気になっていたことをフルフォードさんに聞いてみました。昨日のレポート動画で答えてくれたので共有します。僕からの質問。石川で起きた日本のグラグラはカール・ラハティ。それもしかしたらちょっと前回ダメだった理由の一つかもしれないから、ちょっとここはちょっと C さんとかにしときましょうか。うん。C さん。C 少佐。C 少将。C 少将。C 少将の命令で、電磁気の兵の木を使用したものだと言ってましたね。私の調査によると、グラグラは、断物地下のトンネル地下のトンネルのクリーンアップのように、10キロの深さでした。しかしホワイトハットは民間人を傷つけるような、地下トンネルの解体工事はしないだろう。だから私は3-1-1の、福の島の時と同じように、カバちゃんが命令に従わなかった日本にダメージを与えるために、地下の施設を、ドッカーンしたと考えました。私の疑問は、電磁波の攻撃と深さ10キロのシナリオが一致しないことです。これについてどうお考えですか？ね、これをね、カバルヤツキロさんがこの質問されたらしいんですよね。それに対してフルフォードさんが回答ご自身のそのブログの中で回答されたっていうことなんですけどね。はい。フルフォードさんからの回答。石川を拠点とする、前田の一族が、現天ぷらの罷免を求めていました。私が実際に現地で得た情報では、それが攻撃された理由であり、福の島のような地下のコアの兵器ではなく、デューでした。そしてラハティ、C か。C じゃなくなったな。カールさんだから。カールさん。そしてカールさんは、戦争の犯罪に問われるだろう。テロの目的で、民間人を、ご重録することは戦争の犯罪であり、罰せられる必要がある。そうでなければ我々はホワイトハットではなくなってしまう。このようにフルフォードさんがカバロ・ヤツケロからの質問にちゃんと答えてくれたのはとても嬉しいことです。素晴らしい。カバロ・ヤツケロさんが、ね、質問して、それにフルフォードさんが答えてくれたっていうお話でした。ね。いつもよく私たちのチャットとかにも書いてくださる方で、とてもいい方なんで。でそれをね、他の方が盗用してたのを私が間違って誤って引用してしまったんで、申し訳なかったなと思ったんで、はい。じゃあ次、はい、次トラさんの投票権維持ニュースここまでですね。ちょっと急がないとね。よいしょ。はい。ちょっとこちら速報、テッド・クルーズ上院議員やミッチ・マコーネル上院議員を含む177名以上の議員がトラさんの、投票権維持を支持する、準備文書に署名したということで、こういう感じで、もうこの人たちも操られているのかなっていう感じで、そういうことに今なっています。はい、じゃあ次。で、クリス・ミラーさん。じゃあちょっとあと人関連、人物関連がクリス・ミラーさんとエズラさん。スカイさんこれ一つあるな。これもういいか。ここまでいこうか。はい、じゃあ次。クリス・ミラーさん。はい。疾病 X は60億人を56することを計画している。ね。だから今70億人ぐらいなんで、10億人だけ残したいってもともと言われてましたよね。はい、WAF で。そうですね。これが話し合われていたみたいですね。そう。はい。じゃあ次。現在未来。
もうどんどん身長高くなっていきますねもう本当に巨人ね、ねすごいですよね。はい。で現在未来ということで、でもこの現在未来っていうのはだから今のもしかしたらこれは私はね未来の大統領っていうことかなって私も思いますよね。そうですね。でちななみにねこれは前回のフィルさんの情報で、バロン君はトラさんの息子ではなくて養子である。トラさんとメラニアさんのところに養子に入りました。養子であってしかもダイアナさんの息子である。トラさんの息子でもないですね。でもない。養子です。でもそれをはっきり断言されましたので、これは事実だと思います。はい。でダイアナさんと誰かの子供を息子さんででずっとトラさんが大切に育てて、メラニアさんと一緒に大切に育てて、でおそらくもうそのダイアナさんの息子である彼がバロン君が次の大統領になるっていうことじゃないかな、そういうことを示唆しているのかなと思いました。はい、じゃあ次。アレックス・ボールド。ちょっと名前だけではどなたかわかんない、ちょっとあんまりよくわかんない。聞いたことはあるんですけどね。アレックス・ボールドウィンとして知られる、児童の売ります買いますの、小児の性愛の者が起訴され、児童に送られることになりました。らしいです。はい。そういうことです。で次、エズラ。エズラさんから。はい。私が全然終えてなくて、これ追ったらもっとエズラ掘ったらいっぱいいろんな話があると思うんですけど、ちょっとそれだけ終えてないんで申し訳ないんですけど、でプー様は納豆を、地球上から消し去るだろう、全軍を連れてくるのだということで、これ始まりそうなんですよ。本当に冗談抜きで。はい。じゃあ次、後ろの影。これちょっとね、わかんないんですけどね、なんでしょうね。なんか大柄な人でね。後ろにいる影になっている男が誰なのか、それを知るまで待っていてくれ。この人ですね。この人ですね。これは誰でしょうか。わかりません。ね、なんかジュニアでもなさそう。ジュニアでもなさそうですね。ジュニアのなんかね、いつもこう手こうやっていつも同じ手のこう形してる頭つるっぱげのグラサンの人でもなさそうな感じ。なさそうですよね。それよりもっとなんか体の大きな人っぽい感じがしますね。ちょっとわかんないです。次、スカイさん。これなんだっけ？なんですか？短い。これ読みます。こんにちは皆さん。今の現状はとても素晴らしいです。なのでもし通知が届いたら48時間の間すべてのグループのコメントをオフにします。さっき美香ちゃんが言ったことそしてその後グループは完全に削除されます。グループが削除されるとそこにある情報も削除されるのでグループに入って必要な情報やリンクを保存しておいてくださいということですね。さっきの話全部かぶってますね。はい。じゃあ次。フィルさんはちょっと突入せずに、フィルさん一番最後にします。RV の方も重要なので、そっちも行ってから最後のあんまりの時間でフィルさん頑張ります。はい、じゃあ次。もう2時間経ちましたね。そういけるかな RV がまだだからね。ブルースさん飛ばそうかこれ。このブルースさんどう思う？飛ばしてもいい。めっちゃ長いから。バンバン飛ばしていきましょう。長いから。最新だけでいいんじゃないですか。じゃあマーク Z と PPN。これさっき言ったっけ？マーク Z はい。マーク Z と PPN は読みました。読んだね。ごめんこれ間違えた。じゃあ次フランク26。ブルースさんは一部だけ読みたい。いや結構一部だけ私読みたいところ。結構面白い話だったから。じゃあちょっと先ちょっとどっち開いた今。そう実はこれブルースさんかな。ブルースさん開いた？じゃあブルースさんだけ。今回のブルースさん一部だけ私訳したいとこあって一部だけ訳そうとしてたらあーちゃんさんが全部訳してくださって本当にありがたいですね。そうなんです。本当にありがたいです。じゃあこちらが結構下の方だったかな。大きな会議があったっていうところ。どこだっけな。もっと下なんだよね。これかな。そして
今日の午前11時から午後2時15分まで、償還センターが財務省と、ウェルズファーゴから、米国中の償還センターの質問に答える、カンファレンスコールがありました。そうですね。カンファレンスコールがありまして、償還センターと財務省とウェルズファーゴのカンファレンスコールがありました。で、そこで、必要なすべての情報とプロトコルを、最終確認しました。そうですね。で、つまり、米国全土に1万1000から1万2000のこれは償還センターの数そうだと思います。を超える、償還センターがあり、どこにでも彼らは言います。で、彼らはこれが最後のメールであり、最後のカンファレンスコールだと言っていました。ってことなんですよ。ってことでございます。なんですよ。ここだけ重要だと思って。これは重要ですよね。そう。それは前向き。それだけでいいかな。そこだけで OK です。はい、OK です。はい。じゃあ次。フランク。さんまでいけるかな。あんまり重要なのはないんですけど。これはいらんな。いらない。これはいらんな。いいですね。これは飛ばしてもらえば。ミリシアマンのこれはミリシアマンに来ました。これはね、そのゼロが新レートの発表するまでにはゼロの削除が必要って言われてたので、それが今起こったってことだから、それが除外されたっていうことなんで、これは進んでる話ですよね。これは重要だと思った。そうですね。ミリシアマン1月19日ゼロの削除は為替レートが除外された為替レートから除外された荒木氏CBI 総裁、まだ結局ね荒木さんなんですかねこれね。やめてないなと思って。そういいやつだから荒木さん。それをいいやつだけど仕事が遅い荒木さん。でも結局まだやってるんだみたいな。セラが出てきて、これよく。そうですね。この2日間でそれをやってのけたとてもフレッシュで重要なことだということで、ね、救世主みたいな意味セラ。救世主がやってきてくれて、この2日間でそれをやってのけました。ね、荒木さん一人だとちょっと仕事がそういうキャラになってる。多分その為替レートの発表までに必要な事項の中からゼロの削除が除外されたってことですよね。これは素晴らしい。素晴らしい。はい。どうからはもういいかな。次、彼らがダボスにいる。なんだっけな。これはまあもうちょっと終わったことですけど、まあこれ言っときましょうかね。はい。マウンテンゴート。これ以上の良いニュースはない。私たちはみんなイラクの WTO 加盟のニュースを待っている。多くの人がイラクはすでに加盟手続きを終えているのかと尋ねている。終わってるって言ってますけどね、これね、他ではね。はい。で、彼らはすでに完了しており、私たちは完全加盟の発表を待っているというところだが、その前に満たさなければならないいくつかの法律上の要件がある。なぜ WTO がディナールへの投資にとって重要なのか。イラクが国際市場と取引するためには国際通貨が必要なので、これは重要なことだ。続くんですね。ウォーキングスティックさん。彼らは現在ダボスにいる。これもう帰国した、帰国したっていうことなんです。なんか何もなかったのか、まあ何かあっただろうけど、今のところそういう発表がないのかっていう感じですよね。イラクの通貨改革が話題になっているのは、イラクの通貨改革が中東の信頼、この辺はいいかな。ね、もうちょっとこれはいいか。そうですね。はい。そうですね。これですね、ゴルデロックさん、プロトコル20。もう手続きとかはもう終えていて、完全加盟の発表を待ってる状態で、その発表にはとにかく新レートの発表をまずフォレックスに乗らないといけないってことですよね。そういうことで、そこに戻るんですよね。戻りますよね。ここまでいかないんですよ、これがもどかしいことに。はい。じゃあ次。
ゴルディロックさん。プロトコル20は2024年1月30日に進められる。もうやっとかな、これ。もう本当これかな。もうずっと同じことを言ってるけどな。パズルのピースはすべてステラネットワーク上で組み合わされているようだ。あらゆる市場の実際のセクターがテストされていることになる。さあ、ゲームを始めよう。ということで。はい。1月30日。外バイクがうるさくてすみません。ああ、いい。金は、これもいいか。飛ばそうか。でも、金は上がるよっていう話でね。それはいいや。で、じゃあ次、ウルビー。ウルビーの、チャーリー、沈黙守る。これいきましょう。これ最新のウルビーですね。いや、みんな。僕のビデオが何も聞こえないと言われた。何も聞こえなかったんですよ。本当に冗談抜きで。冗談抜きで本当に何も。何言ってるか分かんないっていうんじゃなくて、聞こえなかったね。音声が聞こえなかったんですよ。僕のビデオが何も聞こえないと言われて補聴器が必要かもしれないので、わらわら。いや、聞こえないもんは聞こえないだろう。で、みんな、現在の状況はこんな感じです。チャーリーは沈黙を守るように言われているが、それは良い兆候です。マウリシオは NDA の元にあります。それが素晴らしい。はい。で、D1 は完全にリリースされました。で、D2 は巨大なので、まだ完成したかどうかの確認が取れていません。バーゼル3は最終決定され、1月23日には大きなことが起こるでしょう。で、ネサラの指導は今週日曜日だと言われています。一応言われてます。言われています。いろんな方がそう言ってます。そういう話もいっぱいありますし、先ほどの、国内の白ブート情報とかともここは整合性があります。でも分かりません。物事は間違いなく起こっており、それはデタラメではないですと。はい、以上です。はい。次、クジラは NDA か。よいしょ。こちらもチャットメンバーのあらちゃんさんが翻訳してくれたウルビーの投稿になります。現在多くのクジラが秘密保持契約のもとにあります。マウリシオは現在、非常に、機密な、保持契約を受けている。特定のプラットフォームは現在準備中です。ペンテコステ派グループは現在資金を放出する準備を進めている。オーナーは深く謝罪し、これは決して詐欺ではないことと彼女を信じてくれたみんなに感謝したいと言いました。彼女がこれを始めて24年が経ち、ついにこれが完成しました。すごいね。すべての準備が整い、あとはゴーサインを待つだけです。RV は間違いなく来ます。ということです。はい。次。非常に厳重な NDA を受けていると。これもドバイ1、ドバイ2の定義とかはちょっと飛ばしましょうかね。で、じゃあ一部のクジラ。あとちょっとだ。はい。一部のクジラ。一部のクジラ。はい。短いね。最新情報をお伝えします。一部のクジラたちにはそれぞれの召喚センターへ飛ぶための旅費を受け取っている。私たちは確実に近づいているので信じてほしい。終わりですね。終わりですね。はい。らしいです。クジラたち旅費も受け取ってる。でも NDA にみんな入ってる。物事は進んでますね。よいしょ。またたった今スペースが落ちました。毎回落ちるね。でもたった今さっきはずっと落ちてたっていうんじゃない。じゃない。転送してってるから、転送ができなくなったら落ちたってこと。ウルビーです。音声訳。いやみんな。物事は間違いなくうまく回っていますよ。これは僕ら全員にとって、特に僕自身にとって本当に大きなストレスです。僕にはこの事態をコントロールすることはできないんです。今週は良い1週間になりそうです。彼らは旅費と経費を受け取ったので、指定された場所、祝福を受ける場所へ行くことができます。これは良い情報ですよ。はい、また報告があれば知らせます。はい、ありがとうございます。じゃあ RV 関連は一応今のところここまでなんですけど、なんか美香ちゃん次私あれば大丈夫です。大丈夫ですか？じゃあ次フィルさんいきますね。はい。
フィルさんちょっといくつかあるので、はい。フィルさんで終わりだな。うん。はい。じゃあ次。次回ライブは月曜。はい。よいしょ。でこちらなんですけど、今日はランズビヨンドライブをスキップするつもりです。ライズビヨンドっていうタイトルのスキップライブをするつもりだったと。これもちょっとまだゲマってないんで、絶対ゲマれっていうことだと思うんで、つもりです。これは次回のライブのためのものです。月曜日の夜になりそうです。詳細が分かり次第またこれねこの映像とこれね来るっていうことかなってちょっと思っちゃったんで、もしかしたらランズビヨンドで待ったらもうすごいの出ちゃうかもしれない。はい。いやすごいの出そうですね。出そうで出したくて出てほしくて、あとこれハバスここの。これもゲマれってことだと思うから、まだゲマってないんでちょっとチャットも読んでないんで誰かがゲマってくれてると思うけど、はい。ちょっとそれが一応次のライブは月曜日って言ってるので、月曜の夜なので日本時間の火曜日になります。はい。そこで何か来てくれたらいいんだけどなと思うんですけどね。はい。次ブリジットバンク、はい、こちら、ブリジット・バンキングの予言。映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」でマーティが1985年に戻ってきた時、バンク・オブ・アメリカの外にある時計を見ると1時23分と表示され、1時24分に変わる。マーティは1時24分、まだ時間があると言った。 JP モルガンは1月23日に破産を発表し、他の多くの銀行もバーゼル4の施行に、伴って倒産するようだ。これめっちゃ意味ありで、これはフィルさんが引用投稿してただけなので、フィルさんが書いた文章じゃないんですけれども、ね、1月24日、まだ時間がある。で、1月23、1時24分だけどね、1月24日でまだ時間があって、1月23日に JP モルガンが破産発表するらしいんで、来るです。来りますよ。今月末はこの辺来ますよ。これは事実として。はい。じゃあ次。ちょっと私のなんか訳多分ちょっと変だと思うんで、これ自分で読みますね。もう選挙をする必要すらない。これちょっとなんかもう本当訳しにくい内容で、今読んでも多分分かんないような気がするな。何回も見直したんですけどちょっと分かんなくて、なぜならあなた方は選挙が必要なのかをすでに予測できる。我々が選挙を必要だということができると、あなた方が言うことを十分に予測した上で結果がどうなるかは分かっているからだ。クラッシュアップということで、これをフィルさんが難しいですね。これをフィルさんが挙げてました。とにかくこいつら的にはもう選挙をする必要ないと結果分かってるからっていうことを言ったっていうのは、これはわざとホワイトハットがそういうことを言わせて暴露してるんだと思います。はい。じゃあ次。17日堂。はい。じゃあこれはお願いしていいですかね。このように小声で言ってみますよ。これケリー hates being scared. It's coming. It crashes the world. Yeah. です。はい。ケリーは怖がらせるのが嫌いです。それはやってくる。それは世界を破壊します。と言いました。この動画の中で。なんか要はケリーが動画から出てくるの分かってて、その前にずっと小声で喋りながらケリーが今から出てくるから出てきたらびっくりさせるよって言って、でその時にケリーは怖がらされるのが嫌いって言って、実際出てきた時にわって怖がるんですけど、びっくりするんですけど、ケリーさんが出てきた時に、要はこれはめちゃくちゃなコムで下に下がっていただいて、でフィルさんの着ていた、サミュエル・アダムスっていう T シャツの言葉のコムは、ゲマは、It's coming とネサラゲサラで、その後これは誰が見ても明らかなんですけど、フィルチャットより怖がるケリー、スケアイベントがやってくるってことですね。そうスケアって言ったんで、これは
スケアイベントが今やってくるよっていうことを言ってると思います。ほぼ確実に 90% シュアで、はい、スケアイベントがやってくるらしいです。はい、じゃあ今からまだスケアイベント来るみたいですよ。これもう一発来そうで、だからそれがその納豆さんの戦争とかとドンパチとかと関係あるのかもしれないかな、わかんないですけど、かなみたいな。まだ来ると思います。フィルさんもそう言ってるんで。で次、じゃあ今のが17日動画ですね。インテル字幕。ちょっと待ってね。じゃあもうこれあと私言いますね。じゃあ次インテル字幕ですか。インテル字幕からいきましょうか。こっちからいきます。はい。もうこれも見てくださってる方も多いと思うんで、これは前回のライブで、今日はあと前回のライブとその前々回のライブの話と両方しようと思ってるんですけど、まずちょっと前回のライブから先ですね。でこちらもう箇条書きにしたとこだけを読んでいってちょっと補足していきたいと思います。まずはこれはインテルの部分の方ですね。でこちら1月2日か3日にチャーさんは亡くなった。これが事実らしいんですよね。はい。でそれまでね、なんかもっと早く亡くなってるのかなっていうようなね、示唆的な話があったんですけど、実は生きていて、でしかも今までのいろんな映像で出てきたチャーさんは、ボディダブルではなくて、本人が演じさせられてたらしい。もう罰ですよ。本人ですか？だからもうそれが罰ですよ、本当に。本人に今出てきてるチャーさん。今出てきてるのは違うけど、それまでずっともうなんか本人はもういなくて演じてるだけじゃないかなって多分一般的にみんな思ってたと思うんですけど、私もそう思ってたんですけど、エリちゃんの葬儀の時とかチャーさんとかも全部それら全部戴冠式のあれも全部本人。エリちゃんの葬儀の時も？全部、はい。エリちゃんの葬儀の時のチャーさんと今のチャーさんって同じ人ですよね。顔一緒です。でも今本当に今現状はもうその1月2、3日以降のチャーさんは本人ではありえないけど、それまでの間に出てきてたのは全部本人だったらしいです。まあ全部かわかんないですけど、ボディダブルじゃなかったんです。顔違いますよね。わかんないです。エリちゃんの葬儀に参列してたチャーさん、チャーさんとあの辺全部ボディダブルだと思ってたよね。私はボディダブルと思ってた。そうで今ニュースとかに出てるチャーさんもその時と顔一緒ですよ。一緒ですか？一緒。でもその1月2日か3日以降はもういないから本人がやりようがないんですけど、それまでに出てきてたのは本人だったらしいです。偽じゃなかったね、ボディダブルっていうのがフィルさんのお話でした。だからそうじゃないと思ってた人が多いと思うけど、本人だったと。はい。ということで、というのがフィルさんのお話で、まあだから1月2日から3日にかけての間に亡くなったので、それ以降は本人は出ようがないから本人じゃないと。はい。で、女王の死去は世界的な金融の再編成である値下げさんのトリガーとなるはずだった。で、その発表は延期された。で、本当は当時私たちが待ち望んでいた後戻りできなくなるようなイベント、値下げさへ導くことになる予定だった。その女王の死去がね、そう言われてたから私もそう信じてたんですけど、本当にこれ私リアルにこの時にものすごく必死で追ってたんですけど、プラン B に変わったって言われた時点で、これもうなくなったなって私も分かったもう誰にでもちょっと分かるような、その情報本気で追ってる人だったら誰でも分かるような話があったので、本当にそうだったみたいです。で、借金が、殺の陣の事件や G の殺や、離婚などの悲しい出来事を誘引している。もう借金っていうもの、世の中に起こっている犯罪とか悲しい出来事ってほとんどのことが全て借金が引き金になってませんかってフィルさん言ってて、で、だから結局のところ救世主が現れてみんなを救いますよとか、そういうものでは世の中を救えなくって、世の中のそういう犯罪とか悲しい出来事がなくなる唯一の方法は中央銀行制度をなくすこと
を廃止すること、それでもう全部解決するんですよというようなことを言ってました。はい。で、女王の死去の発表後、まだカバちゃんは少しの力を持っていて、その力はホワイトハットの計画を阻止するのに十分なものだった。ということで、それでプラン B に変わったんですよ。はい。で、彼らは今、それを止めさせることはできないので、もう何も起こすことはできない。で、ホワイトハットは途中でプラン B に切り替え、王に王冠を与えた。プラン B っていうのが、もう、仕方ないから、もう王に引き継がす、チャーさんに次の王の座を引き継がすっていうのがプラン B だったと思うんですけど、それに変わったと。はい。本当だったらもう本来はだからエリちゃんが亡くなった時点で値下げさんの発表になるはずだったんでね、そういうコムだったんでね、っていうことです。それが阻止されたと。阻止されるような脅しのような何かが出来事が裏であったようです。で次、今ニュースになっていることは王の死去への発表と導く。チャーさんの死去は1月中になりそう、1月末までの間に起こりそうだっていうふうにフィルさんは言いました。ということは、値下げさんの発表は1月中になるっていうことですね。はい、もうそれは結構はっきり言ったので、これは信じていいのかなって私は思ってます。計画が変わらない限り。はい。で、チャーさんの死去は最終マーカーで、世界中のアライアンスグループに値下げさを開始させる暗号メッセージとなる。で、キャサリン妃の、入院はチャーさんの死去と関係がある。ウィリアムのプリンスとも関係がある。はい。で、次。じゃあそのまま、で、次 Q&A の方行きますね。まあ、Q&A の方は、こうしたらいいんですよね。そこしても、それで大丈夫です。じゃあこちらが、Q&A。まあ、その Q&A の中で気になったところもね、すごい長いので全部は訳せないので、その中で、気になったところを抜き出して訳して、その中でさらに気になったところだけを箇条書きにしてるんで、箇条書きのところだけ今読みますね。フィルさんはおとり作戦の一部ですかって言われたら、そうです。スティングオペレーション。だからフィルさんの言ってることとか、偽情報もありますし、だから要はフィルさんっていう存在は、その闇の人たちをコントロールするためにも使われているということですね。はい。っていうことを認めました。ちょっと言いにくそうにでしたけど、最終的にそう言われたらそうかなみたいな感じで認めました。で、ローマ法の詩もマーカーになります。で、チャーリーの言った偽バイ G が退任するまで値下げさは起こらないというのは本当です。で、ダイアナ妃が戻ってくる確率は 50-50 で、彼女次第と言いました。戻ってくる可能性も50% はあると言いました。ただもうちょっとすごい渋い顔して50-50 で、彼女次第かなって言ったんで、本人がもしかしたら嫌がってるのかもしれない。で、人前に出てくることも嫌がってるかもしれないっていうような風に私は受け取りました。で、ひらひらさんは公に逮捕されます。もちろん皆さんご存知のように本人はもうすでに亡くなっているけれども、公にっていうことでね。で、ママオさんは今生きています。で、ハープはほぼホワイトハットがコントロールしている。でもまだほんの一部彼らが使う権限がある部分もあるというようなことは言ってました。今はほぼって言ってましたね。ほぼほとんどって言ってましたね。で、私たちは本当に勝ったのですかっていう質問にはいって言いました。で、ホワイトハットが、偽バイ G をコントロールしているのですかで、はい。で、エズラは JFK ジュニアの息子ですかっていう質問にはいと答えました。はい。で、トラさんは金融クラッシュの前に戻ってくる戻ってくるのですかで、はいですね。金融クラッシュの前に戻ってくる。だからそこら辺もスケジュールがさっき最初らへんに言った金融クラッシュもまたもう一つスケジュールとしてあるので、それはよりも先にトラさんが戻ってくる。なんか一番最後までみたいな。1月中もあり得る。あり得るってでしょ。そうで1月29日がエヴァグラのもう確実に行くだろうっていう日なんですよね、1月29日が。もうこれ最後ですね。もうずっと示唆的なことが何回も日程がありましたけれども、1月29日エヴァグラが行けば
もうガタガタになると思うんですね、その金融関連は。だからやっぱり1月中にそういうことが起こるんじゃないかなって私は基本的には思ってるんですけど、ただ EBS がそれよりも後なのか先なのかっていうと、なんかフィルさんの動向からすると2月なのかなって思ったり、ちょっとわからないんですけれども、ただね、今他情報ではもう今週この月曜日今日日曜日だからね、月曜日とかっていうのもありえなくはないということですね。では次、トラさんは違う EBS の日付は決まっているのですかで、イエスで、まあ決まってるけど今までも何回も決まってたからとは言ってました。決まって変わってるから、でも今も決まってはいるって言ってました。はい。でも流動的ですよね。どんどん後ろにずれてね、フィルさんも今までそれ信じて、ずれていってたっていうような、ことなんで。で、シドニー・パウエルとルディ・ジュリアニはトラさんを裏切ったのですかで、イエスですね。で、これ以前にトラさんのマグショットの話の時に、あそこに出てきた人たちはみんな裏切り者ということです。そうです。シドニー・パウエルとルディ・ジュニアリと、なんか女性のちょっと名前忘れちゃったけど人とかいろいろ出てきましたけど、若い女の人、その人たち全部裏切り者ということでした。はい。で、そういう人たちをわざとあそこで出したっていうことでした。で、エプとマッカヒーは生きている。そうですね。で、ネサラは最終決定されて1月5日の120日後までに発表される。で、これがさっき冒頭に言った話ですね。で、それが2月3日になると私は思うんですけれども、違うかな。で、それまでなんでね、はい。やっぱりもう今月中にやっぱりあるんじゃないかなと思うんですけどね。で、2月と3月にハワイに行く予定があると。で、王族は世界中で解散される。で、さちゃんは DS じゃない。これ、彼は頑張ってるよって言いました。その役割を自分で演じてる、上手に演じてくれてるねって言ったんで、やっぱデサちゃんは DS じゃない。はい。で、召喚センターはできますかでできます。はい。で、ただこれフィルさんは召喚センターはできるけれども両替お金の両替をする、フィルさんはもう特にそう T4B の話とかは全くしないから、だってお金の両替とかをする場所という意味合いで言うとイエスって言いました。リデンプションセンターについては。はい。で、EBS のスイッチを入れるのはフィルさんですかイエス。で、はい、もうフィルさんです。ただもうスイッチを入れるって簡単に言わないでって言って壁にある電気のスイッチをパチッと落ちたら開始するかって言ったらそういうんじゃないから、それをするのにものすごいたくさんの作業があるんだよって言いました。だからものすごい結構詳しく話してくれました、その話を。はい、でもそれをやるのはフィルさんです。認めました。でディズニーは再編成される。でフィルさんはコトレールさんのこと知ってますかっていう質問にイエスって答えました。そう、嬉しいですよね、これ。嬉しくないですか？嬉しい。めっちゃ嬉しかったね。嬉しい。フィルさん知ってるんだ。知ってるんだ。やっぱりスイッチ入れる人知ってるんだと思って。お互いスイッチ入れる人同士で知ってるんだ。そう、やっぱコトレールさんのこと知ってたんだと思って。コトレールさんはもうスイッチ入れる人。はい。で次、EBS を行うのにハワイは都合がいいっていうふうに言いました。ちょっともう細かい話がいろいろあったんですけど、はい。で、満月の写真はコムですかでイエス。で、2024年シルバーはゴールドの価格を上回りますと言いました。で、ナンバー2は、エズラですかの質問にイエスって言いました。認めました。はい。もうこれで全部認めちゃった感じですよ、全部。ね。すごい。で、バロン君は養子であり、ダイアナさんの息子です。で、ポンペオはグッドガイですかイエスで、イーロンはグッドガイですかイエスですね。ポンペオは、やっぱいい人が演じていたみたいですね。はい。で、NASA の嘘は明らかになる。まあいいか。こんだけでいいか。とりあえず。はい。で、ここまでが Q&A で、細かくは動画見てもらって。でもっと細かくはもうフィルさんの動画を見てもらうしかないんですけど、もっと細かい話があったんで、次16日ライブの話。もう2時間半経
とうとしてる。経ちましたね。ね、で4分から始まったからもう経つね。ちょっとこれザグッといきますね。でその前の16日のライブの時のお話ですね。でまあ概要をまとめたのでこれ全部読んだら長いからちょっとかいつまんでいきます。トランプ大統領にとってアイオワ州の大規模な党集会は私たちが前に言ったように予期せぬことではなかったが間違いなく私たちが全員起こると思っていたことだった。それについて今話したいと思った。私たちはみんなこの3年間1月以来、本当に1月6日以来私たちが何を経験してきたかを知っている。しかしバイジーさんは就任式に臨んだ1月20日以来私たちは何かが間違っていることを知っていた。何かがおかしいと感じていた。それは分かっていた。2020年の選挙でトラさんが全米で支持されたのを見たからだ。ちょっと飛ばしますね。どこ読もうかな。ちょっと待ってね。もうこの辺はやっぱでも飛ばしましょうか。でこの時にそのねルディ・ジュニアニとシドニー・パウエルの話をこの時のライブでしました。裏切り者でしたと。だいぶ下行きますか？だいぶ下行ってますね。でねちょっと難しいなこれかいつまむのが。ちょっと待ってね。一番言いたいことをまとめときゃよかったんですけど。まあ長いライブの話を結構だらだらと翻訳したので。そして2020年11月12月1月とホワイトハウスを失うことになった。このように最近選出されたバイジー政権を転覆させるためのクーデターが全面的に支持されたと聞いている。そしてそれは1月6日から起こる予定だった。誰もがそれに参加していた。ペンスからジェナイリスまで全面的なサポートがあった。さっき言ったのジェナイリス。マイク・ペンスもですね。そうですね。マイク・ペンスも裏切り者ですね。でマーク・メドウズマイク・ペンスですね。マーク・メドウズが裏切り者ですね。でそうなんですね。じゃあもう本当写真に写ってた人みんなですね。みんな裏切り者、そうです。っていうことをこの時に教えてくれました。でちょっと待ってね。だからそういう人たちを集めてあそこに出したみたいですね。でもう読んでもらうしかないかなこれね。まとめようがないもんな。まとめようがないな。長いし。ここだけは言いたいっていうのあるかな。ちょっとうまくまとめられそうにないからすごい話が風呂敷がバンと広げるとすごい膨大すぎてうまくまとめることが、あとリン・ウトンについてに言ってましたね。リン・ウトさんについてなんですけれども、彼は役割を演じていて、その役割によって彼の名声が傷つくことも本人は分かっていて、その役を引き受けていると。だからそのいろんな人のことを中傷したり、なんだっけ、フリンさんのことを中傷したりするのも、全部そういうことをしたら、結局最終的にフリンさんは悪くないから、リンさんの名声に傷つきますよね。でもそういうのことも分かった上で自分の役割を演じているっていうふうに言ってました。こんな感じかな。そこぐらいかな。にしましょうかね。はい。じゃあもう最後あれを見て終わりにしましょう。はい、じゃあコメントで、以上でいいですか？はい、ちょっとそのコメント読んでる間にちょっと見直して、なんか付け足しがあったら言います。はい、じゃあコメント読みますね。閉じますよ。よいしょ。
あ、間違えた。よいしょ。よいしょ。はい。お待ちくださいね。戻ります。そうですね、ちょっとメルベットの話もしてたんだあ、また戻りきれなくなあららららりました。パソコンで見ます。どこまで行きましたっけね。わかんないね。もっと上かな。あ、先日裏金、あ、ここタースさんと。やった、メドベ発表ずっと病気療養中だったのに。あ、それさっき読みましたね。あ、そっかそっか。多分5色のクリームパン食べてみたい。5色のクリームパン。ねイエ月見さん、メイさん、メドベには3回入れて、これからは長生きできますね。ね、本当ですね。年齢対抗はマックス3回。らしいですね。ゆきこさん、ここのもぐもぐタイムで新しい食べ物に目覚めます。もう食いしん坊なんで、もういつでも食べることしか考えてませんの。まずいものを一食でも食べたくないんですよ。もう美味しいものしか食べたくない。贅沢やな。もうそれこそ生きる幸せです、私にとっては。ゆきこさん、昨日はスカイさん2回もアップされ、そうなんですよ。ね、20分と8分の動画2つもアップされて、で8分の方はもう全て気質の内容でしたね。メドベッド関係の話でしたね。メイさん、月見さん、メドベ情報は、創作して、なんだいたので待ち遠しかったです。あ、錯綜していたか。錯綜か。創作してた。スカイさんか。マリオさん。内藤さん、半年ほど前に T4B 終了したって言ってたけど、今日 T4B 始まったって言ってました。いろいろありますよね。2年前も T4B 始まったって言ってました。まあまあ、あるあるです。すごい錯綜してますね。錯綜しますね。あるあるです。まあ、チャーリーさんも同様なんでね。島野さん、銀ゴッドしこたま100キロくらいですか。100キロあ、これは質問してるんですね。タイパのスカイさん、アーサー王の子孫、エクスカリバー。エクスカリバー。エクスカリバー、アーサー王はエクスカリバーを持ってたってことですかね。月見さん、手足欠損や、目も見えるようになります。耳も聞こえるようになりますよ。自閉症とか何でもなります。そうですね。タイパーさん、バカチ。ゆきこさん。トラさんも将軍もね、どこぞの子孫っていう話が多いですね、今時期。いいお家なんですの。で、なんで一筋の人たちなんですよ。そういう人たちがずっとね、ふつふつとおかしいって思ってたことを直そうと思ってやってきたことが今やっと実を結んでるんですよ。メイさん、銀のインゴットは昨年末に買おうと思ってためらっていました。ためらっていたら、今年になって2倍に高騰していたので、本当ですか？早く買っておけばよかったとなってもなると思うけどな。本当ですか？今値段チェックしてないですけど、一時すごい下がってたね、年末ぐらいに買い時だなと思ったんですけども、私もこれ以上いいわと思ったんですけどね。結構自分が買い終わってから全然チェックしてないんですね。まだの人今からでもどうかなと思いますけどね。やっぱ
月見さん、人類皆兄弟ですね。本当ですよね。みんな元をたどればみんなつながってるって DNA が。そうですね。そうですよね。ゆきこさん、26,000年の仇討ちは、ゆきこさんね、26,000年の仇討ちはどこそこの子孫が多いかも。ここも意外とそういうご縁の方も視聴されてますね。なんですかね。かもしれない。タイパーさん、DNA 一致したら財産預けるのか。ね。財産いただけるのか。ね。ね、わかんないですけど。でももう動かぬ証拠ですもんね。ね、DNA 一致したらね。いいな、そんななんかもう宝くじ当たるみたいななったらいいですけどね、自分も。なんかすごい DNA だったらいいのにな。思い切りましょう。私も。下野さん、メイさん思い切りましょう。私も思い残しがないくらい貴金属に書いてあります。あとは JP モルガンに破綻してもらいましょう。そうですね。そうですね、破綻してもらいましょう。23日にね、お願いします。破綻してもらいましょう。もうちょっとですよ。はい。はい、やっとこっちで見れますね。いける。タイパンさん、青森のあの方のお墓の話ありますもんね。あります。行きたいなと思ってて、まだ行ったことないんですけど。で、あれですね、まあちょっと陰謀論系な本もたくさん読んでたんで、以前、飛鳥さんの、飛鳥明夫さんの本とか、あの辺とかでは、まあ1冊2冊の話じゃないんですけれども、そういう話をたくさん読んだ話の中で、あれですね、伊勢神宮の地下で働いていた人の話があって、伊勢神宮の地下で、伊勢神宮の地下があるんですよね。でそれに働いた人が今見てしまったものを絶対に子孫に漏らすなって言われ、多言したら殺されるって言われていたっていう話があって、でも下にすごいものがあるらしい。でそのすごいものっていうのは、その話がまず飛鳥さんの話であって、で別の本でいろいろ読んで、おそらくキリスト関連の十字架自体があるのかな、最後にかけられた十字架があるのか、遺骨があるのかじゃないかなって思います。面白い。ターさん、DNA だけで財産権利発生したら法律のこれなんていうんだっけ、これなんて言うんでしたっけ。わかんない。何子だ。忘れてしまった。わかんないですね。わかんないです。なんとかこうないし、これも忘れてしまったらなんていうのか、なんとか返しでね、なんとか返し。わかんない。とか全く関係なくなっちゃうので、規律というか無法状態になるような気もするけど、その考え時代も DS の考えでしょうか。その考え自体も DS の考えでしょうか。確かにね。確かにね。ゆっこさん、ターさん、婚姻も DS の債権と化してしまったからどうなんでしょうね。佐藤恵子さん、私は T4B を受ける資格はありませんが、具合が悪くて早くメドベに受けさせていただきたいです。そういう人がね、早くね入れたらいいんですけどね。帰りたいですね。まあどっちにしても順番に。ですね。ターさん、今までの概念があってルールを守る善人的な、人格もあると思うので全て否定すると難しいですね。読めないなんとかこうなんとかC なんですよね。なんとか C が、仮に相続後に全ての義務、納税維持などの必要経費の出費を果たしたのにポットでのなんとか外資が、権利主張をするのならその権利割合分の義務の負担はもちろん請求されるべきとも思ってしまいます。今の世の中、相続税を支払うために銀行融資
融資を申し込む方も大都市圏では存在する変な課税システムなんで、難しい。難しい。ゆっこさん、美香さん、その詳細が知りたいところで何の詳細だろうか。わかりません。ちょっと前の話しすぎてわかりません。でスカイさんの話関連ですよね。だと思う。SHN さん、青森県、三戸。あ、そうそうそう。そうですね。ヘライ。ヘブライ。そうそうそう。はいはい。存じております。はい、そうですね。ゆっこさん、ターさん、これから税はなくなります。戻ってくる税もあります。話し合いの余地のある世界に変わるでしょう。タイパーさん、展開には3年を見ておかないというわけね。値下げ差ですね。値下げ差のすべての。まあね、スタートしてからまだね、きちんといろんなことがきちんとされるまで時間かかりますよね。お皿が先なんだらしいですね。お皿発表、バイジーの解任発表、トラさん復帰。トラさん復帰。で、金融会その後。まあ、ほぼ同時ですよね。そうだね。でも金融崩壊はもう本当に月内にその29日ぐらいから起こると私は思うので、やっぱりもうその前に来るんじゃないですかね。ね。23日ぐらいからじわじわとね来るんじゃないかな。ね、JP モルガン。ね、もうそう JP モルガン23日だからそこからで29日にね中国のがドカンと来るんで、ね来るんじゃないですか。島野さん、ネサレで過去に納税した税金の還付などと言われてますが、まずは納税をなくし、年金を増額、被災者救済措置を手厚くしてほしい。国には弱者の味方であってほしい。もう本当にそうあるべきなんですけど、今までがそうじゃなかったのがおかしいんですけど。ゆきこさん、全体的に3年ということでしょうから、値下げ。200以上のお皿を展開するには、そうですね。ですよね、ターパーさん。まずは貧困と飢餓をなくさないとですね。ごもっともです。ごもっともです。トラさん戻るまで動いてないといけないです。お金がトラさん戻るまで動いてないといけない。ダボダボ会議。ダボダボ会議。ダボダボ。いいですね。いいね。それもいただき。使わせてもらいます。ダボダボ。勘違い上手。キャットさん、去年土地買ったから不動産取得税払えって言ってきました。スルーしようかな。もうこのタイミングだったらスルーしてもいいぐらいかもしれないですけど、ちょっとはっきりとは言えないですけど。ターさん、M 沢。この M 沢。この M 沢。わかんないです。ちょっと飛ばして。タイパーさん、ご飯3杯。かおりさん。3杯ね。ゆきこさん、かおりさん、ご飯3杯って。真面目なかおりさん、みかさんが言うとつぶります。ご飯3杯ネタ。いっぱいあります。最近どんどん増えてきますよ。ビール3杯でもご飯3杯でも当てにビール3杯でもいけるし全然いけますね。もうなんかねからし明太子とか味が濃くてすごく美味しいものとかあったら全然それでご飯3杯いけるんでそんな感じで美味しいネタがあったら全然ご飯3杯いけます。ご飯ですよあったら。ご飯ですよね。ご飯3杯いけます。なめたけとかね。ああいうなんかなめたけそう味が濃くてすごいご飯のお供みたいな。タイパーさん、カナダのロマーナ城どうなんでしょうね。フェイクです。はい。ブブ。ターさん、X 上で納税拒否のハッシュタグ流行ってますよね。本当ですか。4000万円を目安に立件しなさいってニュース見てると、確かに多くの一般人は納税がアホらしく思いますね。はいはい。わかりますわかります。立ってますねこれ。うちの彼氏が言ってましたねこれ。
3つあるから美香ちゃん息子1個で美香ちゃんの彼氏1個でもう1個食べようかな。つやつやどんぐりなので初めまして、あ、待って、ちょっと戻って。ターさん、いろいろと情報を探してて疑問なんですが、私たちの文明は、この地球と呼ばれるレイヤーで何個目なんでしょうか？何個目ですか？ちょっと待って、質問の内容が難しすぎてちょっと私には。私たちの文明は何個目？この地球と呼ばれるレイヤーで何個目ですか？わかりません。ちょっと勉強不足です。ちょっとすみません。ちょっと難しすぎてわかりません。つやつやどんぐりさん、すみません。日本は誰がトップになるとおっしゃいましたか？聞き取れなかったです。言ってないと思います。言ってないですね。わかりません、それも。知りたいです、私も。LGM さん。8点、これが美味しそう。これね。なんていうの？発展堂かな。ちょっと文字として読んだことで、これ多分ミラーで映ってるかもしれないから逆向きに映ってると思いますけど。あ、でもこれあれだ。左右対称だから大丈夫だった。縦が綺麗だね。美味しいですよ。いろんなところでも東京行った時とも東京とかでも駅前とかで結構これ売ってるとこあるんで、どこでも結構あるんじゃないですかね。メイさん。広島。メイさん、冥王星は今日21日からヤギ座から水亀座に入ります。今年11月までは逆行と順行を繰り返し、今年の11月にヤギ座から水亀座に入ります。それから水亀座の世界が展開されるのではと思います。今年の11月に入るんですね。そんなに後？あれ？そうなの？今年の11月もうなんか今年の11月までは逆行と順行を繰り返す。繰り返すってことですね。なるほどね。そうか。で安定するのが今年の11月。もう2年ぐらい前に3年ぐらい前に水亀座の時代には入ってるはずなんですけどね、私の、得てる情報からいくと。こういう今は不安定な、ね、時期なんですね。でそれがもう安定するのがそのぐらいっていうことかもしれないですね。ですね。美香ちゃん、小倉大丈夫？半分しない？あ、いいんですか？彼氏に一つと息子に一つで、これは2人半分。でもっと食べたい、自分が食べたいだけ。次読みます。ゆきこさん、めいさん、本日から8月いっぱいまで水亀座に入り、9月20日から11月半ばの2ヶ月を逆行し、ヤギ座に11月後半からがっつり水亀座に入る。そうなんですね。11月後半からがっつり入るそうです。がっつり。がっつりたいですね。楽しみにしてます。漁師、ゆきこさん、漁師の判断は素晴らしいですね。後ろの正面の方の一族を狙われた。後ろの正面の方の一族狙われた。メイさん、佐野美代子さんのブログでスカイさんには懐疑的な記事ありましたね。見ました。実際のところスカイさん情報はどれが正しいの？蓋開けるまで分かりません。でももう全部がスティングオペレーションなので、どこからどこまでが善人に向けたものなのか悪人に向けたものの情報なのか分からないので、今のところはもうノーコメントですね。ステップさん、いつもありがとうございます。こんばんは、今から参加します。ゆきこさん、私は分からないものは全部保留にしてます。将軍の件も保留にしてました。テレグラムでこちら側と分かりました。メイさん、何にせよメドベ待ち遠しいです。ターさん、自分自身の感じ、信じるものが正と思います。そう。もう全部自分の感覚で。そうです。地域によって常識が変わるのと同じく、ある程度は、住み分け的なものが存在、さるものと思います。タイパンさん、右後ろの影になってた人、影になってた人の、右後ろの黒い人はポンペオ？いや、もっとなんかでもごつい感じがするけどな。でもまあありえなくもない。最近のポンペオさん細いですからね。まあでもボディダブル。
別人の方は、めちゃくちゃボディダブル感バンバンでしたもんね、ずっとね。このところね出てると、このところで、このところ出ないですけど、だいぶ前出てたのはしっかりお痩せになったみたいな。そうか、ポンペオでも、ポンペオさんは私は本当に悪かなと思ってたので、やっぱりいい人だったんだって。でもだからそういうのいっぱいなんで、今その先ほど話に上がったスカイさんとかのことを懐疑的に思ってる人もいると思うけど、そういうこともありますよ。あと蓋開けるまで分かりませんので。ゆきこさん、美香さんの最新だけで出たのね。RV 情報はね。新鮮さが重要なんで。タイパーさん、ジョンジョンじゃない。かな、やっぱりね、ジョンジョンじゃなくて、ポンペオ。タイパーさん、自分も最初はジョンジョンかなって思ったり、体型、そうなんですよ、体型合わないな。そうそう、ジョンジョンのね、スキンヘッドのね、やつかぶってるジョンジョンかなって思うけど、ちょっとでも。それでもなんか、首が太いし、なんか体型が違う。そう、なんか、クラランス、ハンジみたいな感じかなと思ったけど、でもそんな人が出てくる必要性もないからみたいな雰囲気の、ああいうごつい人がかなっていう。タイパーさん、結構体型がずんぐりもっこりしてる。そうむっくりじゃない、ずんぐりもっこり、そんなずんぐりもっこり面白い、初めて聞いた。むっくりじゃないんだ、そこ。ちょっとめっちゃつぼったんですよ。めっちゃおかしい。ずんぐりもっこり。おかしいやばいね、ちょっとハマりすぎて。止まらなくなっちまった。こさん、ポンペオさんとなんか方かはナイスガイとスノーデンが言われてましたね。ナイスガイ。はい。イーロンと他にもいっぱいいました。ちょっと忘れたけど。はい。こさん、これだと一般は D2 の後になるってことですか。はい。そうです。D2 が終わってからですね。T4 ビューは。そうです。あとバーゼル3で5、バーゼル4なんですか。なんか4っていう話も出てなんかありますけど、ちょっとわかんないです。そうです。ずっと皆さん3、3って言ってて。てか4っていう人はあんまりなくて、なんかそういう話。ずっとね、ゴルディロックさんも3ってずっと毎回3って言ってて。でも4っていう言葉も出てきたのは何回か見ましたけど、ちょっとわかんないです。正しくは3なんじゃないかなって思ってるんですけどね。ターさん、このフィルさんの画像気になりますね。さっきの多分後ろにそれフィルさんだっけ。人は分かれ道ではへそ曲がりじゃない限り、とっさの判断で左に行きたがる傾向があるそうです。一時停止のストップの文字と、左折の矢印が迷ったら一度止まって考え、分からないなら左に行けって意味なのかな。左に行けってことですよね、あれね。そうですよね。気になるね。あれちょっとあれまた。フィルチャットを見たら多分秀逸な考察があると思うんでちょっと見てみますね。ゆきこさん、どのスキャイベントですかね。わかんないです。疾病角だと？そっちもあり得るかもしれない。そうだからなんだっけちょっと忘れちゃった。疾病も考えられます。疾病も考えられる。60億人を。56する、考えられる。そういうのを起こそうとしてるっていうのが前からあるので。ゆきこさん、エリちゃんの時も本人だった。ありゃね、ちょっとにわかには信じがたいですけど。でもフィルさん、その時のこととは言ってないですけど、一応基本的には本人だったっていうふうに言いましたけどね。もしかして今出てきてるっていうのはニュース私が見たことあるのはニュース記事ぐらいだから、全部とは実際には
最近撮影されてるものではないかもしれない。かもしれないですね。過去のものかもしれない。かもしれないですね。それもありえますね。確かに。ゆきこさん、ビルさんの内容もという情報もあれば、という情報もあります。取捨選択してますが、かく乱もしつつだろうなと感じてました。もう本当その通りで、今までもずっとそうなので、もうその目線で見るのが一番いいと思います。やっぱり善人も見てれば悪人も見てるので、だから両方に対して何らかコントロールしようとしている情報も流す場合もあります。ただイエス・ノーのQ&A に関しては絶対嘘を言わないって言ってますんで、本人は。だからそれはすごい信頼できる。だから嘘つかないように必死で頭で考えながら当たり障りない答えをするようにしてるんですよ、彼は。それは信頼していい情報だと私は思って、もフィルさんのイエスのQ&A はもう全部自分の中で蓄積されてってて、自分の中の事実確認はそれがベースになってますね、いろいろ。リボちゃんさん、いつもありがとう。ありがとうございます。かみさん、みかさん、こんばんは。こんばんはですね、もうね。皆さんもこんばんは。長丁場お疲れ様です。お疲れ様です。途中から参加になりますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。T ヒロさん、パウエルはブブでしたね。裏切り者でした。アスコープさん、おはこんちはです。こんばんちはです。数年前に他国がゴールドを買い漁る中、カナダだけが保有している金を全部売っていた時、プレシャスメタルのスタッカーの間でかなり話題になっていて、誰もがさっぱり理解できませんでしたが、アメリカに統合されるのを知った時にやっと納得できました。なるほどね、そういうことだ。オーストラリアも一緒になるんですね。そうです、オーストラリアドキドキワクワク。そう、オーストラリアも全部共和国になるということなので、私はずっとそれを信じてますね。ニーナさん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。こんばんは、お二人ともお疲れ様です。お疲れ様です。T4B は今まで何度もやってるようですね。アメリカの友人が話してくれましたが、昨年3月も T4B やったそうです。しかし階層があるね。T4B の中にもいっぱい階層があるんですね。しかし自己消費の方がたくさんおられたので、一時的にストップをかけて自己消費分を回収し、契約書違反した方は逮捕になったそうです。逮捕。怖いね。怖いですね。自己消費目的で T4B だったら逮捕しようとしてる方もいっぱいるのかな。いますね。昔からいるでしょうね。昔ね、だからここ最近の人じゃなくて、すごい昔十何年前とかからね、多分申請してた方々だと思うんですけどね。それでそんな自己消費しようとした人がいるなんて。なるほど。ね、まあ最近の人だったらそういう悪人がいても分かりますけどね。分かりますけどね。T ヒロさん、着手ですね。着手。ありがとうございます。着返し。着手と着返し。ゆきこさん、美香さん、詳しく知りたいって言ったのはお皿の200の様々です。200の様々。それはね、200やからね。言ってなかったんですよ。さすがに200通りの話はしてなかったです。はい。でも200のプログラムがあるそうなんですよ。トレッシーさんね。はい。マボさん、いつもありがとう。ありがとうございます。こんばんは。11月5日の120日後は3月5日頃じゃないですかね。間違えた。あれ？120日後だよ。11月だよ。30バツ4。11月から4ヶ月です。本当。そっか。3月か。3月4日か。ありがとうございます。そうか、3ヶ月だったら90日後か。本当ですね。120日後だったら4ヶ月か。本当3月ですね。本当ですね。ひろこ今妹さん、いつも明るく楽しく配信感謝します。ありがとうございます。内藤先生からT4B は16日から10日の
償還の後にT4B T5 が来ますと、銀行が認めてなくても話をしてくださいとのことでした。16日からなんて16日から10日間の償還。10日間の償還。16日か。同じですね。同じですね、さっきの話とね。その後 T5 が来ますよと。来ますよと。銀行が認めなくても話をしてください。とのこと。銀行が認めなくても。E ひろしさん、前。N さんが7つ目の文明と話していました。7つ目、はい。さっきの地球のがいくつ目かっていう話ですね。レイヤーがっていう話ですかね。そう。7つ目の文明。なんか、ありましたね、そんな話。なんかそういう系の話を一生懸命調べてた時期がありました。7つ目。ありがとうございます。タイパンさん、今回もありがとうございました。この時間帯にやるのもいいですね。いいですね。今度こそは会えない時のためにこんにちは、こんばんは、そしておやすみ。おやすみなさい。おやすみは早いですけど、今日はちょっと早いですけど、もう寝ますよ、私も本当に。帰ったら。ゆきこさん、タイパンさん、笑いをありがとうございます。ずんぐりもっくり、ずんぐりもっくり。ウケた、つぼった。笑かしていただいて感謝です。笑いは大事ですね。笑い大事です。こんな時だからこそ。タイパンさん、恥ずかしいので逃げたもんです。リボンちゃんさん、タイパンさん、ずんぐりもっくり大爆笑。笑いは。またこうやってきた。またぶり返してきましたよ。ぶり返す。レオさん、かおりさん、みかさん、皆さんもこんばんは。出遅れてやっと追いつきました。あと少しと自分に言い聞かせてます。そうですね。みんなそうだ。今日もありがとう。私も言い聞かせてます。もうだってもうみかちゃんともうね、今年の初めぐらいにもう15日までだよね。15日になかったらもうやめてもいいよねって言ってたもんね。でも15日になる直前になってこれは15日で終わらんなって2人で気づき始めて今に至る感じなんで。もう1月、もう年末ぐらいの時代ではもう2人でもう15日まででもう終わりだよねって言い聞かせてここまで来たけど、もうこの間電話で話してもうこの間のフィルさんのやつ見てこれはちょっとそんなに早く終わらんかもしれんな、2月3月まで来るかもしれんなみたいな話をしてね、今に至る感じで。リノの契約書に書いてあったっていう15日の期日は何だったの？何だったのね。かすりもしなかったじゃないか。いっぱいそういうのいっぱいあるんで、もう盲信して信じちゃっていろいろいろんな話がありますから。はい。P さん、お二人が大切な時間を割いて情報を流してくださっていることに本当に感謝です。ありがとうございます。他の皆さんとお二人のライブ見ていると普段のあたおか扱いがみじんも感じないのでとてもいいですね。本当にありがたい。普通のところではほっこりしますね。本当にありがたいです。普通のところではあたおかですけど、ここではみんなあたおかじゃないんで、みんながあたおかなんでね。みんなが怖いもんだし。はい。ゆっこさん、みかさん、かおりさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上です。ありがとうございました。みかちゃんたくさん読んでもらってありがとうございました。小倉食べてください。ありがとうございます。じゃあそんな感じで、じゃあ以上でお開きとさせて、まず3時間以上経っちゃった。ですね。もう7時42分だよ。これ後でこれ赤が見る人も本当大変だと思うけど。申し訳ないです。申し訳ないです。長くなっちゃいました。はい、じゃあそんな感じで。ありがとうございました。じゃあ今日はこんなところでお開きとさせていただきたいと思います。はい、では皆さん、今日はおやすみなさいじゃないですね。はい。素敵な夜を。はい、お迎えくださいませ。はい、では皆さんさよなら。じゃあ失礼します。はい、失礼します。はい、ではさよなら。